皆さんこんばんは、宇推くりあです。来てくれてありがとうございます。今日はアトラス5型6間違ったアトラスちゃんの401形態 JPSS-2 そしてLOFTID の打ち上げを見たいと思います。よろしくねー。はい、こんばんは、ありがとう。今に向かっていくロケットをクリアの空に打ち上げろ。ロケット Vtuber の宇推くりあです。アイドルもやってます。よろしくお願いします。今日はめちゃくちゃなんか変なやつあげるから見てほしいマジでめっちゃ変。多分夢に出てくる感じのなんかわけわかんないやつが打ち上がるので、ぜひとも見てほしいです。待ってねこれちょっとサイズ変えるわ。はい、じゃあちょっと音声入れますかね。いつもね BGM を切って音声入れるときちょっとドキドキした。じゃあ切りまーす。はい、音声も入れまーす。はい、今ですね、アトラスちゃんが画面に映っていますね。アトラスの401という形態になります。401形態って皆様何回か見てる人はね、わかるかもしれませんが、401というのは型番なんですけど、いろんなロケットの中でもロケットの形が変わるタイプのなかなか珍しいロケットです。特にこのロケットでは、よいしょ、ちょっと待ってね、画像を出しますから。NASA's Jasmine Hopkins shows us how NOAA continues its legacy as a watchful eye from space. 今日はね、NASA のね、打ち上げの公式なんかストリームらしくて、ULA のストリームじゃないんですよね。なのでちょっといつもとなんか感覚が違って説明が難しいんですが、ちょっとお話ししてるとこどうしよう。So you have been working for NOAA in a very large role. Can you tell us about the NOAA and NASA partnership? Why is that so important? That partnership is important because NOAA maintains an observational portfolio that's authoritative, and the analyses and predictions that we do are important. どうしようかな。ちょっと聞き取ってこう説明するとか対談は厳しそうなので、一旦ここは聞き取らないでいいですか。失礼しますね。失礼します。これじゃあちょっと一旦こっちだけ見てもらって。はい、こんな感じでしょうか。はい、じゃあこうしましょう。今日はね、アトラスちゃんというロケットです。こんな感じの形態になっていまして、中にね JPSS-2 というそういう衛星ちゃんが今回は乗っています。 JPSS-2 スペースクラフトって書いてるのがこの衛星の乗ってるところですね。全体的に1段目があって、で2段目があって、衛星ロケットフェアリングって感じのこういう形になってます。で1段目RD180 エンジンというのが使われているって書いてますね。これね。で、ブースターがここにあります。よいしょ。で、さっき言ってた型番についてなんだけど、一番上の、これ、4メートルペイロードフェアリングって書いてるの分かりますか？これ。そう、ここの長さが多分4メートルなんだと思うんだけど、4メートルのものと5メートルのものと2種類あります。でこの2種類あるこのうちどっちを選ぶかによってアトラスちゃんの型番が変わっていきます。最初の1桁目が4だったらこれ4メーターフェアリング、5だったら5メーターフェアリングです。で次、アトラスの今回は401形態なので真ん中の丸、これね、次丸は周りここにねブースターがある場合があるんですよ。ないからちょっと何とも言えないんだけど、ブースターがついてるやつがあって、ついてるやつは2本とか5本とかつけられるのですよ。なので今回はブースターが1個もついてない形態ということで0です。はい、5本まで選べるのにね、今回0でいいっていうのもなかなかちっちゃいくて可愛いですけどね。はい、で次その最後の1って書いてるやつあるじゃないですか。それは、真ん中にあるセントールというロケットのエンジンの数ですね。RL10C かな、エンジンの数です。でこの3つのパラメータをこううまいこと
合わせて決めている感じになってます。 ULA さん結構ねいろいろ打ち上げの時に面白いものとかツイッターに上げてくれたりとか、なんか Q&A とかやってくれたりとか、それからなんかメールとかクイズとかそういうのも出してくれてるから結構面白いと思います。もしよかったらね ULA さんというユナイテッドローンチアライアンスというところの打ち上げの情報を見てみてくださいね。さて今画面にはアルテミスが映ってるんですが、大丈夫？今なんか風が強いらしいですね今ねなんか嵐が来てるって聞きましたけど大丈夫でしょうか？やばいかな。さあ打ち上げ前の何分前かな、7分前になりましたと言ってますね。ドキドキ。何が載ってるかの説明もしていこうと思いますが、そうだ、せっかくなのでさっきのねアトラスちゃんの別バージョンも説明していきたいんですが、こんな感じが401形態で、今載せるのがこいつが541形態かな。はい、こんな感じで全然違います。わかるかな。見た感じ別のロケットかなって思うぐらい違くない？これこんくらい違います。サイズ感はもうちょっとここかなと思うんですけど、全然違うね。これもね、ここのとこがでっかいフェアリング 5m フェアリングになってます。でここちょっと長いけど、ここのとこも一緒に測っちゃって囲んじゃってるっていう感じ。形が全然違いますね。あとはここの中のブースターかな、横についてるブースターがここにはついてて、こっちはないっていう感じですね。はい。なのでこの401形態はアトラスちゃんたちの中でも最弱割と珍しい一番弱々なアトラスが打ち上がります。それではちょっと音量を変えますね。はい、あと5分前です。今回打ち上げる衛星ちゃんと打ち上げる衛星以外のものについても説明していきましょう。衛星ちゃんは、書いてる通り JPSS の2というふうに書いていますね。JPSS の2というのは海洋大気庁かなんかだったかなの地球観測用の衛星です。ホールドって言ってるね。ホールドって言ってるね。ニュー T0 使いますって言ってる。ちょっと待ってね。30-minute hold prior to the T-4 counting. And that we worked that on the L clock, which is a clock that continues to count down. ちょっとね、打ち上げの時間が変わったみたいです。And the T time is the clock for liftoff as we get to off. And as we said, the clocks sync up at T-4 time and pick up the count there. But as we can hear on the loops, 違うかな ?4 分前で止めるってなかったっけ？ニュー T0 とか言ってたからな。違うかな？変わってなかったらいいけど。大丈夫かな？ 4 分前ホールドとは言ってて、ニュー T0 イコールって言ってるから、今止まるかな？ 0。止まった。はい。T-4 分前でホールドがかかっています。打ち上げの、時刻が変わるようです。多分。36分延長かな？多分。わからない。利用可能なウィンドウが延長されます。ちょっと打ち上げの時間が変わるみたいですね。So we just heard some of the communications from the launch director, Doug Lebo there, as he works this team. なんて言ってるんだろう。Yeah, Daryl, and what we've seen is the clocks have actually stopped at T-4, which means we're still in a T-4 and holding time, and we're eating up part of that 36-minute window that we talked about in the 36分ウィンドウを延長しますとは言ってる感じです。tonight's launch availability.
ウィンドウを延長しますとは言ってるけど、うちニューティーゼロは出てないかな。And then they'll figure out the new T0 and clock. 何があったって言っ Previous てる T0 was 1:25 a.m. Pacific time, 1:20 4:25 a.m. Eastern time AM? for the launch of the JPSS-2 and LOFTID mission. So just So got Daryl, word. yeah, as we were listening through here, as the team continues to work this issue with the topping, they're at 99.995%, doing some pogo charging on the first stage. That's the topping, just to be clear, the topping of the Clear locks of the the thing. Centaur and- liquid oxygen tank. Correct, Centaur locks. And so we're doing some pogo charging to get ready for liftoff, which takes away a little bit of locks. And so once that's done, they'll start their slow fill again to get back to that 100%. もう一回とか言ってるな。 And I do know that we've heard NASA launch manager Omar Baez talking to the team, spacecraft team, engineering team, and the ULA team, looking for targeting a new T0 a little Looking later for targeting this new morning. T0 って言ってます We ね have。not heard the official T0 time, so we're still counting down through that window that remains. We have about 33 minutes left in that 36-minute window of availability today. So we sit at T-4 and holding while the team continues this. And as just so people understand, this is a process. The team has procedures in place, and they are following them to the T. ちょっとなんか作業に数分間必要ですって言ってますね。 Resync the clocks right now as they work through this issue on the rocket. So once they've work through that, then the team will come back around and sync the clocks back up and figure out where they're going from there. But we have this T-4 hold in place 話、 for 何分 this に打ち上 reason げ to とは be 言 able っ to てない work 気が out する。 things. And of うん、 course, as we UT0 は just Looking continue for とか working 言って through る the から、 time, 今考 that え中みたいな感じ availability ですね。 in で、 the ウィン window ドウとしては just 36 dwindles 分間 down 増やしている so という感じ slightly. みたいです。 And you're looking live は inside い。この間ちょっと the リア launch も、 room じゃあ at the ツイッターにね、 United 宣 Launch 伝とか投げて Alliance しまおうかな。 headquarters here at ごめんね。 Vandenberg Space Force Base, as they currently, as Mick said, working through the Centaur locks issue. ロックスイッ And シュって we 言っ have て heard るん them だよ discuss the ね。 possibility ロックスイッ of シ a ュ new って言ってる。 T0. 液 24体酸 minutes 素の off 問 the 題かな。 original. They're looking at the area of 1:49 a.m. Pacific time, 4:49 a.m. Eastern time, but they have not locked that in because, as you said, 140 locking in the AM。 time isn't the priority. Currently working the matter at hand is. Yes, we want to make sure the rocket is safe. We want to make sure the spacecraft is safe. We want to make sure everything's 140? ready for launch. 140? And if we need to do something, then we'll work that. So we'll use up as much of the window as we can as we continue to work this issue. And then the team will 140 have to make a decision as we get down in those short strokes of the 49 分 remaining 打ち上げ time. ですか But 49分って as どう you いう and I こ are と listening to some of the engineering discussion, the team is definitely following their procedures methodically, going through some troubleshooting and discussing path forward. So the team is doing exactly what they are trained to do and make sure that the rocket and spacecraft are still safe before we lift off this Go morning. ahead って言って Be る。 advised, we are back into topping, and we are picking up with the pogo charge. Roger. はーい。 So there we talked about pogo charge earlier. We heard the team つい just ていただいてあり talking がとう now ね Scale 1 finally. AC. Go ahead. I have an expedited out brief for you. Go ahead. Okay, so the team struggled, but we did get the booster locks tank into topping. We have reviewed the terminal count sequencing ULA じゃなくて NASA? ULA have か no different actions to take because of our condition with the 401 valve. Our recommendation is proceed as is. with あ terminal あ、これですね。 Roger. 49分。はーい。ありがとうございます。 Well, good news Yeah. Proceeding into terminal count, they've gotten the issue with the booster locks resolved. ブースターロックスって Yeah, 言ってるんだ and け that ど。 was great news to hear from Demo, Anomaly Aragon- Chief Dave McFarland from United Launch Alliance to hear that they've resolved that. They've got into topping ロックスって言っ and てないかな。 that they'll get ready to go. LC on 1, this is RLM. Go ahead. Booster locks is back within band. Press permission to acknowledge alarm. Proceed. オッケーじゃあちょっとさ、今のうちにツイッターを投げてくるから。うん。
So Daryl, yeah, as we get ready to go, now that they've resolved that, we'll see what Omar Baez does with the T0 time, and as he gets ready for polling and working that T0 time and announce that, then we'll reset the clocks to be able to sync up and move into terminal count, as we heard Anomaly Chief Dave McFarland's recommendation to continue. Charge is complete. Roger. So a little more time for the last Atlas V to launch from the West Coast here in California. はい、説明をしましょう。今回の打ち上げがですね、バンデンバーグのウエストコーストっていう、西側から打ち上がるのは最後になります。今回がアトラス形態としての打ち上げの最後ではなくてですね、こっちのバンデンバーグからの打ち上げの多分最後となるみたいです。Roger. So that's great news to hear that booster Atlas LOX is at flight level, and they continue their topping of that LOX in the tank, and so we'll continue to move through the procedure, make sure LOX is filled completely in the Atlas and the Centaur vehicle to then get ready for a new T0 this morning. We are still counting down through the window remaining. Daryl, we have about 28 minutes left in our window this morning. So the team, I'm very happy to hear the team is continuing to follow their process and procedures, work through all the things they need to work through, and get us to a safe launch this morning. And we want to underscore the importance of what was just said ごめんな there さい、 with ごめんなさい。 regards そのまま to 話してみましょう that か。 flight 聞きな level が for ら the ですけど。 booster. That いい was かな a little bit は of い a sticking point 今 they were 回ね、 trying to こ get の past, and that's 衛星 a ちゃん great が sign. 持 Yeah, って as ます。 Anomaly Chief Dave McFarland mentioned, they were having some trouble with the booster LOX tank and getting ready for topping. They got that resolved and have moved forward. So absolutely, it's a great sign to hear that. And as we move into finalizing Centaur topping and get everything ready for flight levels. And so ツイー we トしてい await くの the が先にしよ NASA うか。 launch みんなに manager 一筋 poll. ツイートしてきま Omar すね。 Baez, in his last mission as NASA launch manager for the Launch Services program, getting a little extra time in the seat himself. Yeah, Omar did announce his retirement for later in 2023 or early 2023. So as you said, his last mission as NASA launch manager here on the JPSS-2 mission, and having a little excitement here in the last few minutes of this launch of an Atlas V from Space Launch Complex 3. And so Omar indicated that he would like to conduct his launch manager poll. When that is ready to go, of course, we'll bring that to you よし、これ live で。よ as it's い happening. しょ。 We're listening リア in. の配信 An を皆 indication さんに of 見 when ても that ら might いたい。 start. グッドボタンもよろし Same く time, ね they're also working あ、 on そうだそうだ。これ以外にも hammering 面白い out やつあ that ったから new 皆さんに見 T0. せたいんだった。じゃあ、今から見せる画像をみんなは見て、これはなんだって言ってみてください。これは何でしょうという質問をします。いきますよ。じゃじゃん。これは何でしょう。これ難しいか。普通になんかものだけ見せた方がいいかな。 As we look live at the Atlas V, all 19 stories of it. これは何をするものでしょう。今の At ほぼ Space 答えなんだ Launch けど、ちょっと待 Complex ってね。 3 here at こ Vandenberg れ、 Space これ Force. これこれ。 A historic pad あ here. れさっきリアがつぶやったやつ Yeah, が Daryl, we talked ここに about 出 the てこない。 401待って待って待って configuration 待って。 earlier as the リ team ア continues の to work these things. あ、これ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 。 Interesting as we look at the rocket here, you will see a 4-meter fairing on top. これこれこれこ It れ。 is the last 4-meter fairing also for the Atlas V program. Built in Harlingen, Texas, hand painted with the logos on board. It is the EPF, the extended payload fairing that Atlas offers in this configuration. And the reason we had to do that よし、これを見 was て。 J2 is 大喜利をしてい the てくだ size さ of い。 J2 and the 大喜 height 利 as してる間 Megan に pointed out リア earlier. は But we also have that LOFTID mission that sits underneath on a inside ツイート some してきますね。 canister spacers. So to be able to accommodate both of those, we needed this extended fairing. And you know, for me to see this last 4-meter fairing launch from Space Launch Complex 3 is another historic moment, along with this last Atlas V out of Vandenberg. So just リアが乗っ another てきた unique UFO。 thing. そうそうそう、 There 正解 you see 正 a 解。 There's great that shot. hand-painted Yeah. logo.
Yeah, ね great shot of that hand-painted logos of the JPSS-2, NOAA, NASA, and LOFTID. 大仏様用の傘 It was pretty cool じ to watch 傘地 that 蔵みたい being な done, 感じ by あ the 傘大 artist, 仏 who's あそれ been はそれ doing で them 可愛ら for し the いかもね last 25 years. And so another great historic moment for the Atlas V program. It really is interesting as you look at that 4-meter fairing to think about how it actually has 2 vehicles in there. The spacecraft 2つの今ビークル JPSS-2, が入ってますというふう which に is 言 at って the て very 多 top 分ね of that お fairing 話ししてる間 inside, に if こ you う can 説明 envision, も and 入れ then ていらっしゃる below と思うんで it すけど is LOFTID contained in a payload launch adapter and compressed all the way down. Deflated, I believe, is what it's Did I called. say Right? inflated? I meant Deflated. Deflated. Yeah, that's what's an important difference. LD on one. It will Go ahead. inflate. Yes, Let's it listen will. in. Yeah, look like for you to coordinate a new T0 of 094900. 4900うん Roger. ロジャー RCLC. RC on one. Roger. Please coordinate a new T0 of 09:49 Zulu. Roger, in work. And ALC. LC. ALC. Roger. 18 Please set the countdown clock for a new 49分 T0 ですね of 09:49 打ち上げ Zulu. です0949. Roger. キラキラ So we got a new 椎茸 T0 の at 試験するよ 1:49 a.m. Pacific time, 4:49 a.m. Eastern time, as you just heard it called out by launch conductor Doug Lebo, and that's a great sign. We're going to eat into the window a little bit, but we've got a new T0. Yeah, absolutely. We've eaten. All right, we've used up part of that LC. window remaining. Proceed. T0 is set for 094900. Roger. Which gives us about Oh, 12 minutes left in the Hey. window if we need it. OK And Roger we're that. now All in the personnel to T-4 TLC on hold channel 1. with about 11 minutes left in the All hold. complete in the So procedure we're at through, L minus operation 15 minutes, Daryl, coming up. So we should be picking things we are back waiting up to with pick our up normal with, ツイート procedures. してきました 13 minutes. いっぱいなんか大喜利が始まってありがとう大喜利してくれてコ So メ we'll ン be ト欄を looking 読 for む that と NASA launch manager poll at L-13 スカシカシパン minutes あいいね by スカシカシパ Omar ン Baez. ぽいぽい And ぽ then い we ぽ will いウ continue ニっ to work ぽ our い way down. うん。 Again, if you're 毒 just キノコい joining い us, ね this is あソーセー the ジ launch 丸め of たのなんかソーセージ感もあり JPSS-2 ますね and これ黒い傘がかかってるんですけどこの中はねぐるぐるのソーセージになってます off the western coast of California UFO here at the 筑前煮 Vandenberg 筑前煮 Space Force Base. こたつの伝 We've 説 had a delay in our 近い launch. 近くないけど Scheduled for ザンバシゼミ 1:25 潮干狩りに疲れ Pacific そう time for 伸ばしちゃってたのラーメンどういうこと 4:25 a.m. Eastern time. イヤホンないとスピーカーあスピーカーめっ We've ちゃ got 見 a えるかも 24-minute delay. Our new 宅発の時に被るやつあぽいね T0 1:49 a.m. Pacific ぽいね time, リアの新しい帽子 4:49 a.m. こういうこと Eastern time. 似合うんじゃない割と The Atlas V 割と sitting 似 on 合 the っちゃう Launch 説あるなこれ Complex 3. どう A historic launch complex. Mick, I know you know it well. And 割 this will 割と be 似合うので the は last Atlas V that will lift off from this pad before this pad gets reconfigured for ULA's next generation rocket, the Vulcan. Yeah, Vulcan Centaur will be the next, and the team will start making mods for that. 結構似合っちゃう just 感 like じ we です did ね back in あ面白いで 1999 す when we ね modded this pad to go from original Atlas ICBM あ rockets ら to the 似合っちゃ Atlas った 2AS. なんだそうかこれ part of the Atlas 今やってくればよかったな family, and then とりあえず extended これはまあ the, いや置いとこう mobile service tower for 置いといて Atlas です V ね as we get ready to launch today. So another great パッド performance うん by そう Atlas なんか V ねこれは here ね on the West Coast 実 for は all で the すね missions that こ they れ have ねさっ launched. き見せたんだ And けど we look こん forward な to 感じで closing out this part of Space 飛ん Launch だ後 Complex 3's どうやって移動 history するのこれ as we get ready to 飛 hear んで from まず打ち上げします Omar Baez, our 打 NASA ち上げ launch します manager on his 249 NLM 秒後にブースターを分 Yeah, 離 let's します listen in now でも上だけ to, 残ります上だけ残 our って NLM net, as we メイ call ン it, エン NASA ジンを launch manager. 始め 13ます燃 minutes. 焼開始しますで NLM ペイロードフェアリングこの4メートルフェアリングを外しちゃいます NASA 外し CEs go. たお SMA, SMA is go. SMD, 書いてないな今回珍し NASA く Mission Manager, 今5の5ポールをしてます LSP, LSPs go. はいもうしてるけど何も出てきてないからこのままいきますねで、打ち上げした So 後 there we heard Daryl Omar いきなり Baez complete the NASA セカンド poll, から getting 2 ready 日に to 変 go わって into ますけど terminal count, and Omar then will 28 report out as part 分 of 後 the に launch conductor's poll at 秒 L-7. を変えるのやめてほしいな It was just great こ to う hear 時間を変えてるのやめてほしいけど everybody 秒 giving を a go や here ったのがこれ that ね really makes me 28分に変わ feel って good about the ここ teamwork から tonight なんかね between the Space 分離 Force, します ULA, NASA, JPSS-2, and LOFTID, all the teams working together. You know, they had this issue that delayed our T0 a little bit, but they worked through it,
they got there, we reset the clock. We're now targeting a 1:49 a.m. Pacific プ time. ライマリーペイロードとオービットってここに書いてますけど、1個目のペイロードはもう宇宙に行くという感じで、2個目のペイロードの話だけここにね書いてます。ここにシリンダーっていうのがあって、2つのねペイロードを重ねるためのシリンダーがあるんですけど、それをポイします。で、アダプターか、これを外した後、この先端にあるこのちっちゃいやつがさっきの傘になります。うん。Venting off the locks for the first stage in the lower part, the middle part of your screen, and then the venting of the 洗浄機マニュアルって何するの？これ？ as well. これ？コンタミネーションアボイダンスマニューバー。なんか後ろ向くんかな？多分だけど、いや、わかんないな。待ってね。LC, this is the RC on channel 1. Go ahead. The range has approved our new T0 of 0949 Zulu. Roger. That's great news. Range, of course, has to coordinate the launch time. And, of course, ロケットの噴煙と Space Wing here 位置関係的に is responsible. 汚れちゃうからっていう感じなんかと思ったけど、向き変えるってことなんじゃないかな。このくるっと回るっていう意味なんじゃないかな。でも、レオビットバーがここでしょ？レオビットand necessary to get sign off from the range before you go ahead with your new アンテナと一緒 T0. かな。ね、なんか横に向いてみたいな感じかな。多分だけど、何するかわかんないけど、ここのこれをにかかんないようになんか向き変えてるんだと思うんだけどな。違うかな。ちょっとわからん。でも横に向いたりとか、くるっと回ったりとかするっぽいかな。多分コンタミネーションだと、このロケット自体になんかこう、汚される何かがあって、それにかからないようにみたいな、そんな感じだと思うんだけど、これ。で、セントルパワーをここに戻して、ここからが面白いんだよ。これ。ごめんね、あんまりわかんなかった。で、これ。この先端にある、これが膨らみます。なんかあったかいガスをね、使って膨らむっぽいです。バーって膨らんで、先端にこういう傘がつきます。で、これで、デオビットするための、これ、ここにこう、再突入するときに、ここに帰ってくるときに、ヒートシールドの試験をね、します。かっこいい。このヒートシールドを開いて、なんか膨らませるような感じですね。で、こう大きくして、ここにこう落として、ヒートシールドの試験をします。リエントリーデモンストレーションって書いてますね。で、なんかデータ取るやつを落として、その後にパラシュート開くんだって。13分、12分ぐらい前に落とすらしくて、何のために分けて落とすのかちょっと調べたけど分かんなかった。です。これ本当、やばいよね、こんな、なんかちょっと正直、なんか見た感じ、夢に出てきて UFO にさらわれそうな感じの。しいたけ赤貝焼けるってこと？焼きしいたけ？醤油食べたい。醤油かけて食べたい。醤油かけて食べたいわ。いいな、そういう。買ってこようかしら、しいたけ。2段目がそれで帰ってくるわけじゃないんだね。2段目も帰ってきますが、途中で切り離しになりますね。この話がもしかしたら NASA の方でやってたかもしれないんですけど、ちょっと見てみていいですか？Rocket that Mick Wolfman knows well. It stands at 191 feet tall and weighs 750,000 pounds at launch. The satellite JPSS-2 for future farther trips like the Artemis missions. こんなだよっていう NASA is のがね、ある demonstrating ので。 inflatable heat shield technology that could help land humans on Mars. This これ technology は is 火星 hitting で the す。 ride with NOAA's Earth-observing satellite JPSS-2 火 on 星 the とかに United ね、 Launch 行 Alliance くときに Atlas 使 V. う Once in つもり orbit, み the たいな satellite ね。 separates and the payload adapter で、 canister ペイロードアダ surrounding プターを loft 外 is し jettisoned. て、 About 90 minutes で、 after う liftoff, わ the lofted technology ー、そういう demonstration 感じに膨 begins らむの with ね。 the inflation of the aeroshell. The upper stage of the rocket reorients and 向 positions き変え lofted て、 for entry into Earth's atmosphere. The re-entry vehicle spins and separates くるくる from the 回し upper て、 stage. はい、バイ During バ re-entry, イ。 sensors and cameras さあ、行け。 collect data. A beacon transmits real-time ピントが合ってない data とこ every まで 20 seconds throughout the mission. 再現してる。いけいけいけい Several けいけ minutes い into け。 descent, an ejectable data 焼 recorder けしいたけだ。 releases. あ、お前か。ちっちゃい、違う？
About 2 hours after launch, a parachute deploys and LOFTID splashes down in the ocean off the coast of Hawaii. A team from NASA and ULA recover the data recorder and aeroshell. This test will help inform entry, descent, and landing technologies for future human exploration missions to Mars. すごーい。まあ、今の状態だと宇宙船とかに使われてるヒートシールドってこう底面とかにね、底の面とかに使われてると思うんだけど、それをインフレータブル構造でどうにかすることができるっていう素晴らしい画期的なやつです。インフレータブル構造っていうのはこうちっちゃくしておいて膨らませるようなそういう構造のことをインフレータブル構造っていう風に言うよ。このサイズからだいぶ大きくなるんだね。やばない？About 90 minutes after liftoff, the Wow. LOFTID technology demonstration begins with the inflation of the aeroshell. The upper stage of the rocket reorients and positions LOFTID for entry into Earth's どんだけ大 atmosphere. きくなるの？ The re-entry vehicle spins and separates from the upper stage. During re-entry, sensors and 傘み cameras たい。 collect 傘だ data. ね。A beacon transmits real-time data every 20 seconds ビ throughout the ーコン mission. を20秒ごとに送りますだって。 Several minutes into descent, そ an の後、 ejectable data recorder releases. これデータレコーダーをリリースするって思ったよりちっちゃい。これね、なんか途中でね、データレコーダーをリリースする。データレコーダーっていうなんかこのものを落としてるみたい。About 2 hours after launch, a parachute deploys and LOFTID splashes down in the ocean off the coast of Hawaii. 2時間後だって打ち上げの。 A team from NASA and ULA recover the data recorder and aeroshell. This test will help inform entry, descent, and landing technologies for future human はい。データレコーダーとウェットパラシュート開くのかな。これってちっちゃくない？だってこんなサイズだし多分違うんじゃないかなと思うけど。これね。あとここにもデータレコーダーの絵が描いてあって、ちょっと絵が違うんですがこれデータレコーダーそのままなんかこうボチャンって落ちてるから、なんだろう、これはもうそのまま落ちるんじゃないでしょうか。この傘一体何者？地球に再突入するこのヒートシールドっていうものの試験ですね。このまま試験をする感じです。今後地球以外の星とかね、地球にもだけど地球以外の星とかにこう落ちていって、そんな時に使うものです。まあ、なんかちっちゃい状態のものから大きくこう膨らませてあげてヒートシールドにできるっていうのはなかなか良くないですか？折りたたみ傘みたいな折りたたみ傘みたいな感じでこうね、大きくなってこう広げられて必要な時だけ使えるっていうすごい画期的なやつです。はい。じゃあちょっとなんかあった今。Earth, oh no, a 4 minutes and counting. ない。 3, 2, 1マーク。よし。ドキドキですね。で、あともう一個さっきね紹介していた JPSS さんの方なんですが、海洋大気庁の海とかいろいろ観測するやつらしいです。Yeah, so here the team, they just got the ground pyros ready for the liftoff hold down bolts. We'll hear them bringing up the command sequencers and a few other things, including that flight termination system that we talked about replacing that battery earlier. And we just hear that hydraulics are at flight pressure. JPSS-2 さんはですね、ちょっと待ってね、これ。Should be hearing a call out soon that Atlas and Centaur 地球全体を1日2回調査する。全部2回分取れるらしいです。で、気象観測と、あと地球の気候の調査、大気の温度や湿度のプロファイリングとか、あとは海面の温度とか、オゾンのレベルを測定できるとか、いろいろたくさんの観測を行うためのものになっています。From ground facility power. There you hear the flight pressure. Now どっ looking ち to もね、 transfer と that てもと out. ても注目の打ち上げとなっていますね。Coming up in just about 30 seconds. あと30秒で、なんて書いてる、ローンチシーケンスが始まりますって言ってるね。 Shortly by securing the Centaur, liquid hydrogen, and liquid oxygen topping activity. よし。 Then just a few seconds after that, the team will command the flight control system to launch, enable, and arm どうしようかな。 that flight termination system.
ちも面白いけど。 We swapped out a battery. こっち。バッテリーを変えますって言ってる。地上から機体のに変えますって言ってるかな。159. T minus 2 minutes. あと2分です。 155. Launch sequencer start. There we heard the launch sequencer start you talked about. Securing Centaur LH2. Securing Centaur LO2. Centaur locks and hydrogen have been secured. 140. Allowing them 大 to 気 build がある up 天体の pressure. 着地って逆噴射とパラシュートどう使い分けるの？ Getting them ready そ for れは多 flight. 分ね、逆噴射できる余裕があるものは逆噴射するんじゃないかな。パラシュートは何かほら噴出しなくてもいいからさ。なんか説明があったかなと思ったんだけど、まあ、先にね打ち上げを見ましょうか。説明がここに書いてあるんですけど、紹介しきらんかった。ごめんね。時間はここに書いてあるので、時間だけ右上に出しておきましょう。ちょっと見えるかわかんないけどね。Pressures on their way to flight levels. Rock, report range status. Rock, range is green. Great Range is news. green. Yes, range is green. That's great news. Range Ready to is move forward. green! Great news! って言ってます If ね。 you're just ちょ joining う us, ど we are just seconds away, 50 to be exact, from launching JPSS-2, a new weather observatory that will track storms across the globe as it orbits the planet. 40 seconds. Stable at step ちょうど 3. 大丈夫だって今。 It will also launch LOFTID, a technology demonstrator developing a new way to safely bring large payloads through the atmosphere. The final seconds. さあ、あともうちょっと頑張れ。 25 seconds. あ Status と check. Go Atlas. Go Atlas! Go Go Centaur! JPSS-2. Go There we go, Daryl. Ready JPSS-2! for launch this morning. On a clear night in クリ California, ア読ん here だ we な。 go. 嫌なこと読んだな。 T minus 10, さあ、最後の 9, 8, バンデンバーグから最後のアトラス。いってらっしゃい 7, 2, 1, One. ignition, ゼロ and lift ー off. Lift off of the Atlas 5, carrying JPSS-2 and アトラス5 頑 new 張 weather れ observatory for our ゴー planet アトラ and a ス test ゴーセン for タ planetary ー exploration. ゴー JPSS-2 いってらっしゃい Yeah, Daryl, as you heard Omar Baez say, LSP-100 on its way also. We're very happy for this 100th mission. The launch services Oh, program. かっこいい。 Let's listen in as Jesse Gonzalez And from coming up on Launch 30 Alliance seconds talks into us flight, through vehicle is a half mile in altitude, 2 miles downrange, traveling at 160 miles per hour. おー、いけいけいけ。さあ、ピッチを And マ passing ニューバ 45 seconds for the 少しず flight, つね、 continuing ピ to ッチ seek と the 用 operating をね、 parameters 移 of the 動してこう向 RD-180. きを変えていってます。 The power of the Atlas 5 RD-180. Coming up on a minute into flight, whole the thing's in- vehicle is ending its roll maneuver, and vehicle body rates are looking good. Getting ready and approaching Mach 1. さあ、マッハ1になりました。1分20秒でマッハ1に到達します。ちゃんとマックス Q が And passing through 80 seconds into flight, 1分27秒で Mach すよ。 1 Atlas 5 is now supersonic, That's and vehicle is 769. now さあ、 passing 今 through マッ Mach ハ 2 1を超えました maximum dynamic pressure. いけいけ769 miles per マ hour, ックス Q です11234 kilometers an hour, 機体に最大の動圧 going through the 測り area ま of した。 maximum 大丈夫そうか dynamic な pressure on the ク vehicle. リアマッ 100クス seconds into Q flight, seeing the RD-180 throttle back as expected. Engine response continues to look good, and vehicle body rates continue to look good at this time. いいぞいいぞいけいけいけい Throttling け down just a little bit. 少しだけスロットルを Coming 落 up と on してって 2 言って minutes ま into すね。 flight, the vehicle is now 12 miles in altitude, 7 miles downrange, traveling at 1,500 miles per hour. うん下 SRB 切り離しって書いてる書いてる切り離すもん切り離すもんあれ Passing 140 seconds into flight, the vehicle is trying to close loop control, continuing to see stable body rates throughout the boost phase. The rocket was flying in a trajectory that's programmed in, but now closed loop is taking positional feedback from the rocket sensors to get it into the proper あ line なん for かすごい trajectory. 形してる何これちょっ To と maintain that ascent line. Beautiful shot there. 今の見た On And board. RCS is now pressurizing to flight levels. さっきのもう一回見たいんだけど A shot from our infrared camera.
インフラレッドカメラです And the ね、これ reaction は。 control system has reached 赤外 flight 線 levels. カメラの映像です。結 System 構 response looks good. Vehicle 綺 body 麗だ rates continue to look good ね as。well. And seeing good response out of the RD-180 engine. うずうずしてる。どんどん広が Gotta ってい start きま cooling す。 down that Centaur engine in the second stage ま to ず prepare ブースター for its super のエ chill ンジンカットオ propellants フが4 to flow 分 through 2秒となってお booster りますので、 About まだまだ 3燃えま minutes す and ね。 15 seconds into flight. Vehicle is now 53 miles in altitude. 頑張れ67 miles うわ、綺麗 downrange. プロも Traveling 綺麗 at めっちゃ綺 5800 麗 miles per hour. おおわあ、どんどん広がっていくね。見てて癒されますね。オーロラみたいだね。ほんとそんな感じ。やっぱオンボード映像いいわ。 And now seeing the RD-180 throttle back to maintain a さあ、 5.0G 4分2秒 acceleration 4 limit. で、メインエンジンカットオフ。その直後4分8秒で、分離。そして、 We're just seconds そ away の now 後、 from booster 4分18 engine 秒 cutoff. で、 We did see a good response on the 2段目 Centaur というか systems まあ as セン it トール completed の boost phase エン build ジン out. がスタートします。はい、あともう少し。ここで And we have メインエンジ Vico ンカットオ booster フ。 engine cut off. メインエンジンじゃない、ごめん。ブースターカットオフ。ベコ。 And we have BECO successful で stage す。ベコ。 separation. そして、セントールの分離が行われていると思います。 Start on the そ RL-10. して、セントールの2段目。1段目か、ごめん。セントール And の we have ignition for the first burn. 燃焼が始まりました。 Parameters look good. ごめん、1段目と2段 And 目 we が have ごっ good ちゃになっててす indication ま of なかっ payload た。 fairing jettison. こっちのエンジンがメインエンジンという扱いで、下の方はね、ブースターという扱いですね。あ、なんか動いてる。あ、動いてる動いてる。かわいい。かわいいかわいい。よし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 、かわいいぞ。頑張れ。動け。わー、スティックブースターが見える。すごーい。Payload fairings, you can see on the infrared お video there on the ー、燃えて screen. る。 The い booster い falling ね。 away and the two little fairings pre-start. Coming up on 5 minutes into flight, this first burn will be about 13 minutes in duration. The 最 first 後 of の the 3 burns こ for の today's mission. バンデンバーグからの打ち上げ Continuing も to see stable うまくい RL-10 ってく chamber れ。 pressures 頑 at the beginning of the burn. Some And also seeing stable body rates following payload fairing jettison. RL-10's performing very well. Pre-start was good. Ignition came out very well as we saw in the video, and as the Centaur continues to burn nominally, body rates on the vehicle look very good with payload fairing gone. JPSS-2 exposed to the environments of セン space. トールのカットオフ結構長いんですよ。見てほしいんだけど、17分9秒まで燃え Explain 続け quickly る what っ a ぽ body いで rate す。 is. So the body rates, the attitude of Centaur 確かに明るいね。 as the vehicle is moving through space. We're trying to keep everything as stable as possible. So we have an X, Y, and a Z body rate on the Centaur, and the flight computer and the RCS system continue to maintain that as we move through to get ready for separation. And now we're moving で、 to 6のここになるま ULA's であとちょっとだけ時間がかかるって感じです。あ、右上に出てるんで、それをと被らないようにしようかな。ちょっとだけ、ちょっとだけさ、位置変えますね。また。はい。右上にちょっとちっちゃく出てます。タイム377、388。ペリジーとアポジーと書いてますけど、見えますか？ As we watch the RL-10 burn and the Centaur fly. ちょっとちっちゃいかな。ペリジーとアポジーって書いてるけど、見えるかな。あ、ずっと出しててほしいです。JPSS-2. And there you're looking at the RL-10 as it continues its burn. And coming up on 7 minutes into flight, RL-10 は頑張ってますって。 performance 頑張って across ます。 all Centaur コンティニュー systems, って言ってますね。 stable ずっ tank と頑張ってる pressures, よって。 good performance out of PU, and some minor roll adjustments as Centaur optimizes the telemetry link. Centaur with plenty of performance to get there. Plenty of performance and everything's looking great. As we heard Jesse say, everything is performing nominally as we get ready to continue this burn for separation. We're going to keep watching the data and listening to the launch team as we track the performance of the Centaur getting JPSS-2 into orbit, but in the meantime, we'll send it back to Megan.
ブースター切り離したって言ってましたけど、ブースターの点火して分離した後、全体の重さがリフトオフの 8% 未満になりましたって言ってました。テレメを見たいです。テレメ見たいです。テレメ見たいです。テレメとロケットをずっと出しててくれたらそれでいいです。お願いします。It's the National Oceanic and Atmospheric Administration's newest joint polar weather satellite. The secondary mission is called LOFTID, which will demonstrate a new JPSS の話をしてくれるみたいなので、JPSS の話を聞こうか。We're going to stay with you live for every important mission over the next 2 hours. 2時間NASA's primary launch site is Kennedy Space Center in Florida, but we lifted off from California this morning because of the rocket's 時間がね、17分とかなので、次のメイン陣のイベントがね、だから、JPSS-2 is a polar orbiting 別の話をしてますね。Earth pole to pole 14 times a day. As the Earth rotates underneath it, it will pass over every single spot on our planet at least twice a day, collecting valuable weather and climate data. 地球を1日2回撮れますとか。NOAA 21 and when you open the weather app on your smartphone, you'll be using NOAA 21 NOAA 21っていうのデータで、リア消えたんだけど、リアJoining us now is Jim Yo from the National Weather Service. Thanks so much for being here, Jim. A pleasure to be here to talk about JPSS-2 and how the Weather Service is going to use data from it to give the best possible forecast for the nation. Absolutely. And speaking of that forecast, most of us check the weather before we even leave the house in the morning. So what are the applications of JPSS-2 data? Well, the Weather Service will use JPSS-2 data as the basis for making numerical weather prediction models run for forecast of 3 to 7 days, but we'll also use those data for making seasonal to season forecast and to monitor long-term trends for climate. 違うんだってこれなんかさ、帰ってきたらさ、It's very versatile. いっぱいなんかついて帰ってきた。Huge suite of different satellites from JPSS to GOES as well. どうやっていっぱいついてきたかちょっとどうやって消すね。はい。We use the data from the different satellite systems of the Weather Service in complementary fashion. So JPSS これもいいな。polar satellite will collect data around the world every spot twice a day. And that's really important for making a longer term forecast. かわいい？ Because すごい。じゃあこのままでいくか。これとこれぐらい確か許される気がする。Hurricane started off the coast of Africa, moved to the east coast. この今ってさ、リア帰ってきたらさ、画面になんかめっちゃでっかいかぼちゃかぶって帰ってきたもんね。覚えてる？ You know, with strong rains from the Pacific that are precipitated in California and other places on the coast. So we use those to get that long-term forecast, but then we use GOES, which are like sentinels on each coast, to provide that fine-scale, up-to-date adjustment in our forecast. 腰パンダの名前で腰パンダは今ねもうねコミットしました。global weather system, このかぼちゃかぶってきたの覚えてる？これさ。いきなりかぶって帰ってきたんだよね確かね。Well, the end users will start to see it in forecast in a matter of months. Typically what happens is ねスタジオとさスタジオとワイプの逆にしてもらえませんか？NASA ってば頼むって。And then they'll go into the numerical weather prediction model, and so we'll have a seamless transition from one JPSS satellite to the next. ちょっと待ってね。よいしょ。NASA が消えた。NASA カムバックありがとうね。復活した。NASA 待って。違うんだ。あっちが死んだな。なんか。ちょっと待ってね。こいつ全部再生し直して。これが死んだんだよね。なんでこれが映ってくれないの？ NASA ちゃん。NASA。
読み込んでいます。嘘だ、絶対読み込んでないでしょ。分かった。読み込んでないから、ちょっと置いといてですね、別のブラウザを出すしかありませんことね。ちょっとこれは賭けですね。とても賭けです。あ、ダメかもしれない。ちょっともう一回一瞬できてもいい？ごめんね。でも打ち上げしてるとこなのに。しまった。全然ダメかもしれないわ。なんかね、あれが読み込んでくれない。ここまではいけるんだけど、こっからがいけない。NASA に。ほら、真っ白。なんでいけないんだろうね。なんでいけないのに、ここは発信できてるんだろう。ちょっと行ってくるわ。うん、じゃあね。For a little over 10 minutes. In the meantime, let's send it back to me. After JPSS-2 coverage is complete, we will shift our focus to LOFTID, the low Earth orbit flight test of an inflatable decelerator, basically a new heat shield. We will have live commentary of that demonstration right here on our broadcast, but right now here with me is Tanya Laughinghouse. She is the program manager for technology demonstrations at NASA. Good morning to you, Tanya. I gotta ask you, why is this new inflatable heat shield so unique? Well, LOFTID is essentially a test flight of an inflatable heat shield, and all prior flight tests of this technology have been suborbital. To JPSS. First, that's right. It's about 12 minutes, 51 seconds, roughly somewhere in there, as we get ready to come up on main engine cutoff 1 for this first burn as we get ready for JPSS-2 separation, Daryl. So we've been watching the telemetry live here on the animation from ULA through their SDK. Things look really well. Yeah, the burn expected to last right around 13 minutes, putting JPSS-2, the Joint Polar Satellite System 2, into its proper polar Sun-Synchronous orbit. ペリージがね、ちゃんとマイナスからプラスになるよねって話もしたかったし、あとはアポジの点もね、上がってますねっていうの言いたかった。ごめんね、みんな大事なところで通信消えちゃって。すいませんでした。We've had MECO 1, main engine cutoff. メインエンジン稼働しました。はい。See that reflected in the animation? We saw a little bit of movement by the reaction control system, which is also reflected here. And now seeing the こんな感 RCS じで system fire な at りました。 100%. これはね、ちょっとメインでカットオフ終わ Yeah, った so の what で、 the Centaur's doing now is trying to settle the propellant inside the tank. Yep, as we get 面 ready 白 to いの finish これ up 終わ this った後 burn か and ら get 向きを変えてるんですよ。 initiating a separation command. 誰だ今鳴らしたの。 You can see that reflected in the animation. We saw a little bit of 誰か movement なん by か the 鳴らした reaction control system, which is also はい、鳴らした reflected. でしょ。 And now iPhone 鳴らしたで seeing しょ、 the iPhone。 RCS system fire at 100% settling. Yeah, so what the Centaur's doing now is trying to settle the propellants inside the tank. Yep, as we get ready to finish up this burn and get ready for iPhone J2 iPhone 鳴らすんじゃね separation え。 about 11 minutes from now. 誰だ iPhone 鳴らした As の。 everything gets ready to go and they start リアじゃないからね。 powering up all the systems on the spacecraft. ほら、J2 separation about NASA だ。NASA が iPhone 鳴らしてる。A little bit of movement by the reaction control system, which is also reflected here. そっか、iPhone 大そうだよね。大事だもんね。 fire at 100% settling. 朝だったのかな。おはようの時間だったのかもしれない。 propellants inside the tank. Yep, as we get ready to finish up this burn and get ready for J2 何回やりても面白いな。RCS 吹いてるんですねって。そうね、本当だ。RCS 吹いてる。今ね、向き変えてるんですよ、これで。 powering up all the systems on the spacecraft, making sure it's all ready 見 to たらわ go かるか prior な。 to initiating a separation command. 機種下げっていうのなんだろう、こういう風に向きを変えていってるとこなんですよ。 All right, so that direct inject, just a few minutes away. We're going to monitor the progress and continue to do so. In the meantime, let's send it back to me. ほら、ほら。
はい、ってことで今のとこまで戻しま At す。 the time, I didn't really understand or know what that technology was being used for, but now なんで that 別のこ technology と is being 喋ってん heavily の used today. My first assignment was Lucy as a backup integration engineer. I felt overwhelmed 好きあらば、好きあらば宣伝するじゃん。あ、今のは好き。今のは好き。これ好き。さっきの開いていく様子。And lift off. You never forget your first. And my first mission I worked was the demonstration of autonomous rendezvous technology. Basically, it was demonstrating the technology of autonomously docking to a spacecraft in space. At the time, I didn't really understand or know what that technology was being used for, but now あ、違う、昨日のじゃない。違うわ。全然違った。ルーシーの話してるね。これ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 。ルーシーの展開。これ。I had all their years of experience that I could count on as sort of standing behind me. We hit our mark. We launched on the first second of our planetary window that we've been targeting for over 3 years. Sojourner was my very first. Ever since that mission, I've been a part of every other rover that has landed on Mars. Spirit and Opportunity. I was also the launch director for MSL and Curiosity. So those are always something that I could look back and say, wow, I was fortunate enough to be in a right job to be able to do this. Marks the beginning of today's LOFTID demonstration. ルーシー聞こえがやけど誰よそんな女。先輩だよ。人生の人類の先輩。パイセン。 6-meter size in the 10 minutes or so that it'll take to inflate. And that will be a really exciting time. After that, there will be separation, and then the real-time beacon will turn on, transmitting the data that the team will be monitoring here at the Flight Mission Support Center. Now, the team here, a lot of the members have actually been working on LOFTID for over 10 years since it started right here at NASA Langley Research Center. And that might be why they are particularly excited to, you know, explore today and see パイセンはアウストラロピテクスの人の名前ですよ、人の名前。人間じゃなくてほぼエンジンみたいな感じの人だったっけ。エンジンかな？エンジンの人。 With that, we're going to head back over to you. Lucy. But before LOFTID, we must successfully deploy JPSS into space. JPS weather satellites are considered the backbone of NOAA's global observing system. NASA's Jasmine Hopkins spoke with one of the scientists on this project. Joining us now is Jim Gleason, project scientist for the JPSS flight project. Thanks so much for being here, Jim. Thank you, Jasmine. Glad to be here. Of course, we're glad to have you. So you work for Goddard JPSS の Flight 話してくれ Center って in 言ってるけど。 Maryland. Can you tell me what does Goddard do for JPSS and other weather satellites? Well, NASA and NOAA have had a 50-year partnership in launching weather satellites for the nation. And Goddard Space Flight Center is where those satellites are built for NOAA. We get together with NOAA. They decide what they want, their satellites to do. Not and the we at engine. Goddard, we build them, we launch them, check them out, and turn them over once they're all running properly. That is awesome. A great partnership, and then it comes all the way over here to Vandenberg Space Force Base in California for launch. So Exactly. So we're at the tail end of the process for JPSS-2. We'll have a successful launch and checkout, and then the JPSS-2 data will be joining all the rest of the polar satellite and other satellites in the NOAA system to make the products and forecasts that everyone depends on. Exactly, and just as you mentioned that satellite system, JPSS-2 has 4 very complex instruments on it. Can you tell me your role and your focus on those? Well, each of the 4 instruments JPSS にフォーカス当てましょう。だって、あ、 special for すごいロケットの向きめっちゃ変わってる。 complex. They measure the temperature of the atmosphere, they measure the temperature of the surface of the ocean, various look at how green the vegetation is, aerosol, smoke. Complicated instruments are hard to build. They have many requirements, and it's my job to make sure that the instruments perform to what NOAA needs so they can make the products and services. デプロイは、打ち上げの後28分デプロイとなっているみたいです。 complex instruments have also been on previous satellites in the system. So why is it important that the data is consistent? Well, there's 2 kinds of consistency. There's
the consistency ユザのスケジュールで10時半に放送する。これってさ、ずっとさ、帰ってくるとこ見せてくれるの？本当に？ so that the forecasters have a kind of 帰ってくるとこ見せて data くれ that るの they're って used 最 to 高 and な they んだ don't け have ど。 to change their そういうのじゃ weather ないのか models too な。 much to adjust for the new data. They like a consistent product. From a long-term perspective, we have invested in satellite data to measure the Earth for decades. And by putting those satellite data records together over the decades, we can understand if there's any change. So we are connecting data from the POSE satellites in the 70s to the JPSS satellites in the 2020s. Wow, that is awesome. Very consistent data over decades. JPSS の話をしてる10年とか言 Thank って you so る。 much for joining us. Back to you. Okay, we're now minutes away from JPSS-2 separation. Let's head back on あと over 1 to 分 you know who, Daryl and Mick. って言ってるかな。 Thank you, Megan. あと Yes, 1 we 分 are でデプロイ here になりましたって awaiting 言 the ってます separation of JPSS-2 just seconds away. Mick, this is the big moment. Yeah, that's what we've been waiting for, right? To get this primary mission, JPSS-2, separated and on its way to participate with J1 and NPP, delivering weather data for us. So exciting here as we get ready for this separation event. SBSEP shortly, continuing to see stable performance across all Centaur systems. We're expecting that separation in just about 22 seconds. みんな見て見て。しれっと戻ってるよ。これ。 And we've had good indication of separation of the JPSS-2 spacecraft. And there you have it. ギリギリ映してよー。映してよ。 Centaur is now completing its collision avoidance maneuver following spacecraft set. 直前まで人映してたからでしょ。ちょっと。ねえ。パチ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 。デプロイ。 following the turn to the 審査としてもちゃんと見たいんだけど。ねえ、人間も見たいけどさ。 NASA launch manager Omar Baez getting some デ congratulatory プロイする handshakes. 瞬間が見たかったんだけど、りょう。 JPSS-2 後ろにちょっと一瞬ちょっと映ったけどさ。 congratulating Omar and いいけど、 Andres いいけど、 very いい happy けど as さ。 well as the JPSS team まあまあそういうこともあるよ to ね。 have J2 separated and on its way. As we heard, それで、 Centaur てか performed この a 画面だ CCAM けずっ maneuver. と映してくれ This is a る maneuver チャンネルが to 欲しい make よ sure ね、 that 本当に。 Centaur is この out 画 of 面 the だけ way ずっと映して欲しく as it て、gets ready 人 to 間は人間 restart で its 別で engines バラエ for ティ the やって next もらえばいい phase から of。this mission for LOFTID that we don't hit into the J2 はい。で、 satellite. 向き変えてますね。デオビッ things ト are going バ well ーン with する the ため mission に so 向きを変え far, ていってるみ and たいです。 settling and RCS continues to work on the Centaur vehicle. 抱き合って喜んでるね。わーい。配信はあるんでしょうかね、あれの配 Mission 信は。 manager Sean Daly there at the far left of your screen. あるの？ないの？どっちなの？どっちなんだい？ Years of hard work paying off now, Mick. Yeah, a lot of these folks have spent a lot of time working J2 to こ get れは it 何の to 衛 this 星なん point ですか？ and 説明 working しますね。 through はい。 stuff 説明します。 Passing ちょっと待って 30 ね。 minutes into flight, continuing to see stable body rates out of Centaur. Centaur will coast for 今 approximately 衛星は another もういな 15くなって minutes しま prior っ to たんです MES2. けど、JPSS-2 という名前の衛星ちゃんがいました。JPSS-2 ちゃんはですね、 And very stable body rates as well. 太陽同 And 期 as 軌 you 道 look に at this 入 animation って of います。 Centaur, there's still a vehicle attached to で it. こ That's の LOFTID. Encased at JPSS-2 the さん end, は the です far ね、 left end of 簡 the 単に言え vehicle, ば観測用 lofted の inside 衛 of a 星と payload なっています。 adapter that once held ジョイ JPSS-2. ント It's now ポー been ラーサ released. テライトシステム2 And と this いう is ふう the に second part of the 言い flight, ま the す。 primary mission now accomplished. We're looking for that acquisition of signal from JPSS-2, but also transitioning now ロ to ケット CD2 という取り入れただけ LOFTID 別チャンネルとしてほしいですね。 demonstration. そうなんだよね。別に人間 Yeah, 映 absolutely, すなっていうよりかは Daryl. 人間を As the team 映 is していいか continuing ら its ロケットを別の slow 方 playback 法 of some of で the ずっと見 data られる from チャンネルがあったら TGS 嬉しい。 network for that video that we hope to see a little later. The team is also waiting to hear about acquisition signal of JPSS-2, making sure that it's power positive and getting ready
to perform its tasks with solar array deployment and もうちょっと JPSS-2 に対してお話をしたいんだけど、なんか NASA の配信って意味わかんないところで別の話し出すし、意味わかんないところでなんか別の宣伝とか挟むからもうわけわかんないのよね。いつそれが来るかわかんないしさ、時間があったらリアも配信説明するんだけど。And prayers are with our family, loved ones, and friends who are back home in Florida as Hurricane Nicole made landfall just about 30 minutes ago in Vero Beach, according to reports. It's weakened now to a tropical storm, but of course that's just 60 miles south of our base camp at the Kennedy Space Center in Florida. 今ケネディの話してるもんね。As I know you've been texting your wife, and I have mine.Getting updates about the action of the storm there and how that's impacting the area. We've got some strong winds that our home center is currently experiencing. That's something certainly on our hearts and minds. なんかね、今ね、ケネディの嵐の話してないかな、多分。違うかな。Another one. And I'm very thankful for the weather satellites we have up there already in the JPSS-1 series and the GOES series that work together in conjunction with each other to determine our weather data and bring forecasters most accurate data they can for situations just like this that we're experiencing over in Kennedy Space Center in Florida. So ironic or very heartwarming to know that we just added another satellite to this constellation to help the nation. Well said, Mick. Certainly JPSS-2, that's its wheelhouse. JPSS に帰ってきた。Severe weather. JPSS に帰ってきた。All right, we're going to keep monitoring the situation. We're going to be looking for that next burn. 次の打ち上げだんだん燃えるのに待っててくださいね。45分にもう一度次の燃焼があります。Good report out there from Centaur. We'll keep monitoring it, but for now, I'll throw it back to Megan. And to celebrate the launch of JPSS-2, JPSS-2 NOAA askedの打ち上げがうまくい for く photos な of the いって places よかっ you た。 love, places the satellite will protect by observing the Earth atmosphere. ミキまた買い始めたかな。あー。ミュージック始まった。Show me what you got, babe. I'm not like other girls. Just give me your bad self in a place for us to make a stand, and I can move the world. Lift the valley from the floor, honey. Little town to the sky. They'll say that it's a miracle, and you know damn well they're right. これは何？ Damn well they're right. NASA。Homecoming. Homecoming? 香港聞こえるな。確かにホームカミングかな。ホームカミング。香港何これ、特定クイズ3秒以内に全部特定していけっていうクイズ。To see the rest of that video and all of the pictures you shared with us because we got a ton. Pictures, take a look at the screen there. We're going to put up a QR code. You can scan that QR code to see the rest of the pictures. 好きなところ、好きな場所をハッシュタグで言う。Beautiful our planet is and why it's worth protecting. Real quick. なんと地球は美しいみたいな感じかな。地球の美しさをあれかな、ハッシュタグで送れということですか。ああ、そういうとこが好きなんですね。なるほどね。なるほど。あ、完全に理解した。あ、なるほど。To track the amount of volcanic ash in the sky to let us know when it was clear enough. 地球観測衛星なのでみんなが地球を観測した写真をくれということなのね。多分素敵な海、素敵な山、素敵ななんかみたいな、そんな感じかな。ちょっとわからないんですね、ノリが。ごめんなさい、日本の VTuber なので申し訳ない。アメリカのノリにはついていけなかった。
another thing to celebrate with regards to ロケッ this ト weather 出してくれない satellite. のかな。 Absolutely. Solar array deploy confirmed. ソラーレデプロイコンファームって言った？ looking very あ、そうなんですね。 JPSS よかったですね、 2 team is JPSS-2。very happy with this. So very happy to hear from Omar Baez, our launch manager, that we did acquire. 綺麗な写真募集いいですね。リアも綺麗な写真募集したい。それ楽しそう。桜の写真募集したんだけど、桜の配信できなかったんだよな。来年はやろう。てか秋にやってもいいかもしれないし。春の桜を見て幸せになろうのか。Want to point your attention to the animation that we're looking at. That's the Centaur facing in a downward position with lofted aimed in that direction, and there's a good reason for that, Mick. Yeah, as we get ready for this next burn will take Centaur and lofted 次の燃焼は into a lower altitude, which will then begin the operations for the lofted 高さを下げるって言ってま mission す。 as they get ready そうだ to よ。 do their ネオ work, ビット and 版 then までちゃんと have 配 them 信してくれるのって separate, and then もしかして do めちゃくち their ゃ re-entry レアなので here は？ into Earth, and we're going to hear a lot more about that later. いつもほら、 but 年生分にしたら excited ね、終わ about り the って言っ lofted ていつ mission も and the things that い it つも is going to あんま出し demonstrate てく for れ us ないんじゃない for です future か。 missions to Mars この and デオビットま possible で出してくれる hardware のす recovery ごい for いいよ rockets. ね。 Absolutely, and we are flying T plus 37 minutes and 50世界の seconds リアルタイム。見たらフロリダ半島に低気圧が渦巻いてました。関係ありますか？これには関係ない。このロケットはフロリダ半島から打ち上げてるわけじゃないから関係ないけど、フロリダにあるロケット打ち上げセンターのロケット打ち上げは今止まってます。 downlinked from the Centaur that shows the moment of separation for JPSS-2. ハリケーン来てるんだっけ？そうそうそう。ハリケーンじゃないけどね。ね、温帯低気圧ですね。トロピカルストームです。 improve the accuracy of our weather forecasts, something we certainly appreciate now more than ever, with a storm blowing through Florida, our home base. ぐらいからかな。うん。じゃあちょっとこのままさっきの JPSS の話したいのでしてもいいですかね。ごめんね、もう口だけでいい？ JPSS-2 はジョイントポーラーサテライトシステム2と呼びます。なんでジョイントポーラーサテライトシステム？極軌道の衛星システムの中に入ってるコンステレーションタイプのやつだと思います。で、それの2期目に当たるものみたいですね。Got acquisition of signal from the spacecraft. ちょっと音量下げようかな。説明したかったんだけどすまないね。なんかタイミングが測れないのよね。難しいわ。みんなも今と思ったら言ってね。今だって思ったら NASA TV 的には今ここにきっと CM を挟むに違いないと思ったら言ってください。で、これです。もう分離しちゃったけどね。JPSS-2 ってずっと言ってるのはこの JPSS-2 です。はい。システムって言ってるぐらいなんで、いっぱいあって、その中の2期目なので、ジョイントポーラーシステム2というふうに名前がなってるみたい。で、JPSS-2 ちゃんは、We talked about a number of dedications, Mick, in the pre-launch portion of the show. I want to revisit one of those, and that's the dedication to Mark Levesque. In 2007, Mark accepted a position with United Launch Alliance at Vandenberg Air Force Base. マークさんの名前を始まって、あ、こんにちは、チーフ、ハローチーフ、ハローチーフ、ハローチーフ、チーフ、チース。And Atlas V rockets. Levesque retired early, but was diagnosed with cancer in 2018. And passed away 3 years later. 3年前後に亡くなったの？なるほど。Worked with him for a number of years. It's nice to have this mission dedicated to him. Yeah, the team, NASA LSP team. NASA TV のみんなチャンネルミッションコントロールだけかもしれない。本当？ちょっと見てみるかな。どっち？NASA TV のMark was one of the smartest guys I knew on the launch ladder logic in the electrical systems here at Space Launch Complex 3. こっち？どっち？オフィシャル？メディアコントロール、メディアチャンネル。ほんとだ！あるじゃん！ありがとう！でも音がない。緑、あ。これでいいか。
シーンとしてしまった。シーンとしてしまった。ありがとう教えてくれて。めっちゃちゃんとあったよ。よかったよかった。ロケットだけのチャンネルあった。メディアチャンネルって言うんだね。テクニカルチャンネルとかはあったけど、メディアチャンネルだと分かんなかった。ありがとう。嬉しいな。ちょっと待って、こんな。ちょっと早送りしたいんだけど。2倍速。2倍速。ほんで、2倍速とかじゃなくても16倍速ぐらいないかな。2倍速。もっと倍速したい。もっとないのカスタムできるの？そうなの？カスタムってあるの？何倍までいけるんです？ 2 倍までか。残念。こんな感じで打ち上がって横になって、燃焼、ひっくり返って、横になって、今リプレイしてます。うん。すごい静か。プラグインを使うと16倍まで可能。そうなの？これ、エッジなんだけどいける？マイクロソフトエッジなんだけど。燃焼終わった後、くるくる回って、向きをすごく変えてますね。面白。お前どこ行くんやってぐらい回るね。めちゃくちゃ回ってるじゃん。こんな感じで2倍速で見てこんな感じ。うわーすごい。まだ衛星ついてる時のやつですね。で、こんな感じでこう回りきって、その後に衛星を分離します。なくなった。これだよね。これ見たかったんだ。衛星分離。衛星の分離は飛んでった。完璧。さすが。で、これで、分離してますね。下向きに切り離すのね。なんかそうみたいね。向きをこの向きでやるみたいだね。なんかでも他のやつもこんな感じでやってなかったっけ？分離。前、確か、ファルコン9だったっけ？なんだっけ？その時にもね、こんな風に下向きに分離してたような気がしますね。分離し終わった後、今こうやって、向きをだんだん変えて、こんな感じでフライト中みたいに、あ、始まった。デオビットバーンが始まりました。終わった終わった。10秒間ちょいの燃焼だった。一瞬だ。もう一回見る？ペリジがだいぶ変わってると思うんだよね。これ。ここが変わると思うんです。下がると思うんだよね。
よし。もう一回見よう、もう一回見よう。あんま変わんないかな。いや、700ぐらいが変わってる気がするから、ちょっとそのまま行きましょうか。あとでもう一回行くのかな。そう、あともう一回。3回あるみたいです、3回。少しページを下げてあげるような感じなのかな、これ今回のやつは。これでも始めますね。772km って書いてるけど、ここから少しだけページを落としていく。はい。落としていきます。ロケットを落とす方向に多分吹いてることになると思うので、ページがどんどん下がっていきますね。ずっと RCS 吹いてるように見えるけど、これ RCS じゃなくて構造なのかな。どこどこ。いや、RCS だと思うよ。だいぶ下がった !532 キロ。おー。800キロの軌道から直接離脱する場合、最突入プロファイルが急激になりすぎる。2段階で落ちていくってことだよね。ありがとね。今こんな感じだって。向きが変わってますね。こんな感じで。トゲみたいな構造物入ってるね。これ構造？さっき一瞬出てなかった気がするけど。これと消えてなかったっけさっき。ほら。これほら、ないでしょ多分。これ。ここにないから。よいしょ。さて、次のが1時間4分、1時間5分でも、オーシャンインパクトが1時間51分。何時まで配信するのこれ。何時まで配信してくれるんだろう。このまま行きますか。次。よいしょ。ジョイントポーラーサテライトシステム2という話をさっきしてたんですけど、いつもタイミング見失っていたのでやっとできる。向こうだとね、ずっと話ができなかったから助かります。では、ジョイントポーラーちゃんを出そうと思います。パンワンダ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 ン。よいしょっと。よいしょ。はい。こんな感じの、見えないな。こんな感じの衛星ちゃんらしいです。はい。かわいい。片翼の衛星ちゃん。
はい。で、この JPSS-2 ちゃんはジョイントポーラーサテライトシステム2という名前のシステムの2機目になります。JPSS-2。うん。かわいい。で、JPSS は、NOAA ってものでいいのかな？NOAA って書く。バツ。貼り付け。これで、きっと、NOAA を検索できたはず。OK。よし。ナショナルオーシャニック&アトモスフェリックアドミニストレーションっていうところですね。アメリカ海洋大気庁のさっきから何回か言ってた海洋大気庁という機関の関係する衛星ちゃんです。アメリカ太陽海洋大気間違った。太陽海域じゃなくて、海洋大気ですね。海洋大気局というお名前となっていますが、はい。失礼しました。こちらの海洋大気局の、関係している衛星ちゃんです。この、海洋大気庁の、極軌道に入れている衛星ちゃんで、地球を極から極までぐるっと一周することによって、地球1日14回ぐるぐる回って、1日で2回全球観測ができます。赤道を14回通過するとか、地球を14回回るとか言ってるけど、多分赤道を1日弱約14回通過することができるらしい。だから、地球が回っていくので、その分ね、全球分観測できます。くるくる。すごいな。1日2回スキャンできるってこと？なかなかですね。で、この、衛星ちゃんは、海洋大気庁なので、大気の観測、海洋の観測、陸上の観測などを行っています。気象衛星ですよね。気象衛星だけど、気象データを気象観測衛星っていう感じと思います。で、悪天候、それこそね、今のストームとかさ、嵐とかも含めて早期警戒のために使われたりとか、あとは緊急の通報みたいなものに使えたりとかもできますよっていう話でした。あと書いてるやつあるかな？ここどっかに書いてるかな？書いてるやつをちょっとそのまま翻訳してみますね。0から3日間の運用予報をサポートしています。他の観測データが乏しい地域において、特に極地などは特に重要だということらしいです。アラスカとか。なるほどね。極軌道衛星である JPSS は、30年以上の衛星データ記録を延長することにより、科学者予報士が驚異的な気候傾向を研究することを可能にします。へー。で、打ち上げは ULA。今回の打ち上げがバンデンバーグ宇宙基地からのアトラス5の最後の打ち上げになるということですね。それから、何が載っているか。高性能マイクロ波サウンダー ATMS。大気中の水分や気温をリアルタイムで観測し、気候変動の監視に必要な観測を断続的に行います。へー、かっこいい。マイクロ波サウンダー。サウンダーっていうのね。サウンドは観測するっていう意味なんだけど、サウンディングとか。観測していく。へー。
あとはクロストラックインフラレーザーサウンダー。これは赤外線ですね。インフラレッド。高解像度で3次元部分の、水分、気圧、温度のプロファイルを作成します。プロファイルっていうのはこの位置にこれぐらいの、水分があって、この辺にはこれぐらいの、みたいな、そういうなんかマップが作れるみたいなイメージです。で、水分、気圧、温度のプロファイルが作れる。すごい。エルニーニャやラニーニャ現象のような規則的な気候現象の理解も深まるでしょう。なるほど。へえ、かっこいいね。クロストラックインフラレーザーサウンダーは、ノアの、伝統的な赤外線サウンダーである HRERS を改良したものです。赤外線大気観測干渉計に匹敵する性能を持ちます。それからオゾンもそうだ、さっき言ってたけど、オゾンもやってるって言ってた。オゾンマッピングプロファイラー。これは、3つのハイパースペクトル観測装置からなるもの。25年以上のトータルオゾンそしてオゾンプロファイルの記録を拡張しています。今までオゾン取ってきたけど、それの延長で取れるってことかな。極地も言ってるって言ってましたしね。オゾン破壊とかもあるし、オゾン層のことも取れるんでしょうね。すごいな、いっぱい取れるじゃん。全部お任せじゃん、これ。雲から雨からオゾン層までってことでしょ。嵐もそうだし、風も全部だよね。すごーいってことらしいです。他に載ってるものは、可視赤外放射計器群。赤外線広域と可視広域の、全球観測センサー。地球観測システム、EOS ちゃんたちの関係あるみたいですね。アクアとか。へえ。確かに可視光もついてなきゃね。それからもうないか。地球の熱放射を測定する機械が付けられる予定だったが、コスト増に見舞われたため、資金不足となり中止した。そうなんだ。書いてた。へえ。そうなんだ。切実。はい。で、そうそう、さっき言ってたやつもう一回ね。見ておこう。これも見せておく？これはこっちでもうこれでいいか。こうしといて。今何時かわかんないのがちょっとね、問題なんだけど。これミッションオーバービューでした。で、続きを読んでいこうかな。ランチベヒクル。これもさっき説明ちょっとしたけど、改めてやっときますか。ランチベヒクル。ジョジョーン。ランチベヒクル。ペイロードフェアリング。上から順番に行きましょう。スペースクラフト、ペイロードフェアリング。14フィート、4メーターのフェアリングが乗っかっています。だって、4メーターと5メーターが選べるんだけど、この子は4メートルのフェアリング。こうかな。で、次が、待って、直径4メートル、アルミのスキン。なるほど。で、ストリンガーもアルミだそうです。なんかこう、ガタガタになってるっていうのかな。こう、わかるかな、こう、線がね、入ってるんですよ。こう、リアの今回のサムネにも載ってるんだけど、サムネに載ってる様子見ると、ガタガタしてるのがわかるかなって思います。これ。こんな感じで、縦にね、ストリンガーっていう部品が入っています。骨だね、小骨。この小骨ちゃんもアルミ。はい。で、また向きが変わった。で、ストリンガーもアルミ。スプリットラインロンガー。
全長が 58.2 メーターのロケットでしたって。はい。で、次、セントール。ここにあります、セントールちゃん。セントールは直径3メートル、長さは 12.6 メートル。推進座塩タンクは耐腐食性のステンレス鋼でできています。液体酸素、液体水素が燃料です。ね、そうなんだよ。クライオ上段とか言われたりとか、クライオアッパーステージとか言ったりするけど、クライオっていうなんか極低温っていうクライオジェニックっていう単語があって、それで呼ばれること結構多いです。あとはタンクには放射線シールドとかスプレーオンフォーム、断熱材をこうスプレーするタイプの、こう吹き付けるタイプの断熱材で覆われていたりとかするって書いてますね。あとは書いてないかな。ブースター、ここにブースターが。直径が 12.5 フィート、長さが 106.5 フィート、わかんない。あ、直径 3.8 メートルだって。よかった。ちゃんとメートルあった。長さが 32.5 メートル。長いですね。25メートルプールよりも長い。ブースターのタンクはとても健康です。アイサグリッドのアルミニウムの裏がね、なってますということなんですね。あとは、スパンフォームアルミニウムドーム。ここかな？ドームのことですね。一番上のこの、鏡板のことですね。それからインタータンクスカート。ここの間のこの、ちょっと伸びてるこのまっすぐなところかな。インタータンクスカートって。で、できています。はい。RD180 エンジンを持っています。だって、ここにね。これか。はい。で、これは、ケロシンと液体酸素燃料を燃やしています。もうちょっとで燃えてくる？今ちょうど、この、燃えるところに来ましたかね。アポジが900になった。ペレジが対して558。なんか言ってる。プリバーンって言ってる。プリバーンアゲンって言ってる。And we have fuel pre-start on the RL-10. RL-10 をスタートさせますって言ってる。And we have LOX pre-start on the RL-10. ロックスプリスタート？And we have ignition for burn 3. And RL-10 has come up to very stable operating pressures. 頑張れー。ペレジを見るんだ。ペレジを。見て。ペレジ点を見てください。ペレジ点を見てください。ここにあります。ペレジ点を。うわー、落ちるー。And we have MECO 3. あともう少しでメンジカットオフ。And RL-10 shut down はい、ペレジがマイナスになりました。これで今飛んでる軌道が地球にめり込みます。ペレジ点っていうのも近地点なので、一番地球に近い点はどこですか？何キロの高さですかって意味です。これがマイナスを割ったということはですね、0を割ったかっていうことは、地球にめり込む軌道に入りましたということで。うわー、落ちるぜ。すごいね。このデオビットバーンをちゃんとスーツで見たの初めてかもしれない。ドキドキ。頑張れ。強制地球を帰りコース。ね。あともう少しでペイロードアダプターを外すって言ってます。向き変えてますね。向き変えてます。ペリジが帰ってくるか。ちょうどちょっとだけ
増えましたが大丈夫みたいですね、ペリジ。そっち向くのね。横向いた。横向いた、横向いた。離れたー。ペイロードアダプターが外れました。これで中に入っているのがもう膨らむやつですね。先に膨らましてから外すはずなので、そろそろこの膨らましてから外す状態になるのではないでしょうかね。あ、取れた。来た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 。あ、膨らんだ。あ、向き変えられるんだ。向き変えてください。膨らんだ。おー、展開完了したのかな、これで。おー、開いたようです。宇宙キノコ。CG すごい。ちゃんとこの CG 用意してたのね。偉いじゃないですか。素晴らしいです。美味しそう。ソーセージみたいですね。実際のこんな感じなものになってます。生えてきた。すごく面白い。素晴らしいですね。ロケットから見るとというか、こんな感じのものでもありますね。こういうロケットの先端にこう傘がかぶってるような、そんな感じです。楽しみだな、これ帰ってくるの。着手は実写で見たいのね。実写で見たい。実写で見られたらいいんだけど。こっちにする？いつもの。こっちにする？全部スピ。表面は端みたく黒色なのかな？そのはずです。そのはずです。黒色のはず。And starting to see the Centaur body rates respond as it turns to the lofted separation attitude. あともう少しで分離するって言ってるよ。Response of RCS as it performs that maneuver.
回りますね。ぐる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 回ってますね、今日。何回も回るんだから、すごいな。さあ、回してきて、いよいよ、下向きに、落っことしましょう。KSP みたいなんだけど、本当に。なかなか見ないレベルで動くね。ほんとね、すごいね。めっちゃ面白い。リア今ちょっと残念ながらブラウザが死んだので他のツイートができないんですけど、パソコンからツイートができなくて。分離してくださいね、うまく。みんなできればツイートしてきて、リアの分も。今パソコンのブラウザ死んじゃってパソコンからツイートできないんだよね。今録画したんだけど出せなかった。ログインできなかった。できれば面白いよってツイートしてきて。頑張れ頑張れ。おし、回して回して、スピンアップして。ちょっと声ちっちゃいんだよな。なんで声ちっちゃいのかな。頑張れ。 And standing by for lofted separation in a little under a minute. ミッションタイム4468、69、70、4271、4272です。左上に書いてますね。ちっちゃく。4500、もう少しだ。よし、そろそろ分離。And we have successful indication of separation of the lofted re-entry vehicle. 切り離しー。取れた。And seeing good Centaur responses as it has spun down from the lofted. セントールがぐるぐる回ってます。この後シイタケは勝利される。再突入してヒートシールドの試験をします。親方、空からシイタケが。楽しみですね。待って、このロケットは、今ペリジがもうマイナス30なので、そのうち落ちてきます。レンドムミッションが1時間42って書いてるので、その後今から30分後ぐらいに落っこちるのかなと思いますね。すごっ。首都圏停電ないの？ないみたいですね。
なんかデータ収集装置はついてるみたいなんですけど、そのままみたいです。これいつまで配信してくれるんだろう。説明してる NASA のチャンネルで。オッケー、ちょっと行ってみるか。NASA チャンネル。待っててね。これを分消して、はい。Thank you so much for どっちかな？これかな？Slow down, and you really have to ask yourself, are we landing in an area that has an atmosphere? If not, you definitely want to go with retro propulsion, where you use retro thrusters pointed down at the surface of the planet to slow yourself down as you're coming in. If you do have an atmosphere, it makes it a lot easier, as the atmosphere acts as kind of a giant brake as you slow down. So you had your missions like Apollo that used retro propulsion when we went to the moon. When you're able to use the atmosphere, これをどうしたらいいかな？これをこうして、こうして、こうして、こうして。ごめんね。こうして、違う。こうして、こうして、こうして、こうか。こうして、よいしょ、よいしょ。火星探査よか。そうみたいだね。火星探査とかいろんな、これから行くいろんな星に使えるぜっていうやつみたいですね。さて、こういうとこね。ちっちゃくなっちゃうからテレ目が見づらいんだよな。じゃあこのままいきます。You have your heat shield on the blunt end of your spacecraft coming into the atmosphere, and then the parachutes will come out and slow you down the rest of the way to provide that safe landing. Here at NASA, we're constantly developing new technologies to help with that entry, descent, and landing, or EDL. Some of the trick in entering atmosphere is when you do have it, but it's really thin. One of the technologies NASA is developing to handle those is called HIAD, Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator. The HIAD can come as a heat shield much like the blunt body heat shields of those older missions that were made out of ceramics or metals and were very hard. However, HIAD is a flexible woven system that compacts really, really small, so you're able to actually get a very small heat shield inside your rocket diameter. With HIAD, when the fairing comes off, the heat shield can then inflate and expand to a diameter much larger than your rocket. Therefore, you're able to bring in a much larger payload than you were before. So how do spacecraft slow down? わかるよね。ぐるぐるになってるソーセージの中にこう空気、あったかい空気を送り込むことによって膨らましてるみたいなんですけど、まあ気球みたいな感じかな。その作っているこのあったかいソーセージのところをこう一本一本こう膨らましていくから。だんだん内側のところからこう膨らんでいく感じなんですね。こんな感じでデータを取って、we're advisory on it, so we assisted with the integration effort, basically bringing L down and when leftover, so we could have another payload. So as we were looking at ones, LOFTID came to us about 4 years ago. And so we were doing some modeling for them to make sure that, okay, we can bring the Centaur down in places that are safe for it. こんな感じでさっきね、展開してもらって外したところがちょうど今。これじゃないみたいのはみんな。リオ見たいもん、こんなの。これ見たいんだけど。これ見たい。これ見たいが。So that they could retrieve
でもさ、ちょっとさ、みんな聞いてほしいんだけどさ、このさ、NASA のさ、サイトのこれ下にさ、ロフ間リエントリーとさ、パラシュートデプロイとさ、スプラッシュダウンがあるじゃん。ってことはさ、配信するってことなんじゃないのかな、これ。これ。リエントリーとデプロイとスプラッシュダウンがあるから。これ。あるんじゃね？ LOFTID is such a key milestone in our progression of the hypersonic inflatable aerodynamic accelerator technology. You know, we've done ground tests and then we've flown at the 3-meter scale. それは見たい。 And now we're going to fly at the 6-meter scale. And so this is really a key step in the progression to a human Mars mission, which I've been working on since I got to the agency a very long time ago. And so that's really the holy grail. We want to make humans an interplanetary species, and the HIAD is the perfect technology to help us do that. Yeah, and humans on the moon is something, yes, to look forward to, but also a lot of science experiments are going to be facilitated because of a mission like that, right? Absolutely. なんかちょっと今調子悪くていろいろ動いてないものがあるからタイミングが大丈夫だったら一旦くるっと再起動して5分ぐらい止まるかも配信それするとでも人減るかな同説の値も全然見られてなくてさ今コメント欄も誰が書いたか分かんないまま読んでるんだごめんね今画面しか分かってないや100人見てるのかじゃあダメだな100人も見てるからそうだよね今ちょっと止めたら100人いなくなっちゃうかもしれないからな100人見てほしいな51人ぐらいじゃあもう止めないかな再起動中って書いておくとかオッケーブラックアウトペリオドって書くGood morning, Megan. Yes, I'm here with Dr. Prasunda Sai. 大丈夫だよ、もうこのまま行こう。I know that you got your start right here at NASA Langley's foundational for you, and in a lot of ways, it's been foundational for the HIAD technology as well. 使ってなかったからさ。 What do you think makes ツイッター全然使えてなくて困ってるんだ。どうやってログインするのこれ。I think, you know, it goes back to Langley's long history when it was first even NACA. A lot of the aerodynamic work that was done kind of leveraged into the space program when we started sending spacecraft into other planets and stuff. So the first landings on another planet, the Viking landings, NASA Langley led that activity. And so that expertise since then, and then all the subsequent landings that we've done on Mars with the rovers, or even back at Earth, Langley's been integral to the entry, descent, and landing activities for those missions, including the shuttle flights as well. And so that expertise over that history is what we're leveraging for this new technology. All those other technologies were based on a rigid aeroshell. We know that that limits what we can launch by the fairing volume of a launch vehicle. And so we're going to this inflatable approach to be able to create a much larger drag device so that we can land heavier payloads for wherever it is, be it on Mars or even here back on Earth. That's very exciting, and obviously there are a lot of possibilities. Speaking of possibilities, I know that you've actually had a lot of experience with possibilities on Mars and Mars research, stuff like the Phoenix lander and the exploration rover. Can you tell me what kind of exciting new research you hope that this HIAD technology can enable us to do, maybe far away in places like Mars, but also closer to home? Right, and so what we're trying to do is enable greater capability to land higher payload masses. For the robotic missions we've done with rovers, you know, right now our capability is about 1 metric ton, 1.5. But when we want to send humans to Mars, we need to land about 20 metric tons. We don't know how to do that. And the limits of the launch volume of a launch rocket limits rigid aeroshell. And so this inflatable technology is a great application to try for being able to land those type of payloads. Even when you go further into the solar system, when you go to the moons of the outer planets, they have an atmosphere, and being able to descend through those, we need to be able to land high enough masses for this inflatable technology. Now, 申し訳ないリア訳せなくてさすぐ help them on their Vulcan rocket to be able to make it used right now, right over the next coming years. And then in the future, in the ロケットの話とか今の実況なら話しやすいんだけど
それ以外のインタビューとかこれ以外の展望とか別の話してるとちょっとね話しづらいというか、何の話してるのってところがわかんなくなっちゃうからごめんね。ちょっとじゃあこっちを大きく映しながら行こうか。お前か。こいつは関係あんの？お前関係あるの？2 is waiting right now. We shot this video of the 220-foot-long recovery vessel before it left Honolulu リカバリーベッセルって言ってるけど関係あんのかな。 On board are both NASA and ULA 海は実写なのかな。多分実写。14-ton knuckle boom crane to こ pull の the heat shield out of the water. The team これで今あれか迎えに行くのね。この左下の船で迎えに行くのね。難しいな。両方必要なんだよな。Chief rocket scientist John Reed. We spoke about ULA's role in this critical flight test. 回収船みたいですね。So John, why has ULA partnered with NASA to test this new inflatable heat shield? ごめんわからん。ULA is a merchant supplier. ULA のサプライヤーの話してますね。はい。Bernard Cutter, who this launch was dedicated to, really set up this partnership back a number of years ago, and I came on the scene a little over 5 years ago. 5年前にねって言ってるんだけど。面白いこと言ってるんだろうな。面白いこと言ってるんだろうな。このようなデモンストレーションミッションをしたくて持ってきて、そして打ち上げて。HIAD to be able to do engine reuse, and NASA wanted to go beyond what we would need for reuse to be able to do Mars large masses down to the Martian surface. Sure, I'm hearing the word reuse a lot. Why is reuse これは火星に行く話? Launch access is all about dollars per kilogram. Really, we wanted to have a reuse system that worked with the rocket that we have developed to try and bring costs down further. And why don't we take a look at this video of how we're going to apply the HIAD technology. Really, it's interesting to note that rockets used to be one payload would fly on one rocket. Now it's many payloads flying at a time, and so that's why it's all about the dollars per kilogram. So we've designed this in a way where you can fly at expendable mode or reusable mode, and you can't tell the difference. So once the payload flies away on Centaur, then we'll separate the thrust structure, which is 2/3 of the cost of the booster. That HIAD that you can see there that inflates as we're coming back down towards the atmosphere. The heat shield is pulled off by that inflation structure. And so then that slows us through the atmosphere. Once we get down to terminal velocity, we'll be low enough that we can lower ourselves gently down to the surface. そういうこと。最高じゃん。So the big advantage for lower cost is it enables lots of different missions in space, lots of applications in space, development of products that we can't make here on Earth, and the ability to cost effectively bring them back. 2画面配信しなきゃいけなさそうなので、ちょっと配信画面をいじりますね。失礼します。 Indeed. John, thank you so much. Thank you. Thank you. So this new foldable, customizable, innovative heat shield could change how we explore our universe. Here's how one of NASA's mechanical engineers describes working on the project. このプロジェクトのメカニカルエンジニアの話を聞きました。だってちょっとみんなさ、一旦これ止めてもいい？止めなくてもいい？それとも聞きたい？このお姉さんの話見たいな。でももう難しいな。リアやりたいことがあってさ。ナイトロジェンって言ってる。窒素？あったかいガスって言ってなかったかな、なんか前。During COVID, when I could not come to work, we were able to go to the end of our block, and there is a beautiful view of the NASA Langley Gantry, which was used for the Apollo missions. It's been used more recently for わあ、なんか面白い。これ面白い。これは面白い。Iconic view. I think really what inspires me, I love being able to go from the concept to be able to see this technology come to life. なるほどね。 Because this is what's going to help get humans to Mars in the future. 将来火星に使えたらいいね。めっちゃ面白かった。やっぱ映像があるといいね。映像が。To inflate it, you need a lot of gas, and the LOFTID team tested that process before. ガスが必要って言ってますね。
It's a 6-meter heat shield, and once it re-enters Earth's atmosphere, it will actually be the largest blunt body object to re-enter Earth's atmosphere. To inflate the HIAD for where we want it to re-enter to maintain kind of your stability as you re-enter through Earth's atmosphere, you have to carry a lot of gas to make that happen. So we actually have 2 tanks that have been provided by the United Launch Alliance, who has a space act with NASA to perform this mission. They're partners with us in this, and they provided 3 tanks. And so we're testing one of the 3 as our kind of qualification tank. So right now we're doing a blowdown test of the tank. So we'll fill it to 3,000 psi and let it vent to atmosphere, and we'll take measurements all along the vent path and within the tank itself to see the gas temperature, to see what it's looking like. So then we use that information and data to correlate our models to get a better idea of how it's going to respond in flight. And the cool thing about HIAD is that it is actually on the new cutting-edge cusp of technology for heat shields. So traditional heat shields are made with metallics or ceramics, and they can only be, they're pretty firm. So if your rocket is about this big in diameter, your heat shield can also only be that same size. So LOFTID is interesting because it actually can compact to a much smaller size and then inflate to much larger than anything you would see traditionally. And this helps us in the form of drag. For example, if we're going to Mars, the atmosphere is very, very thin, and so we want to create more drag as we're coming in. So a larger heat shield enables that technology. 大気が薄いからこれが必要って言ってたかな？ That's right, Megan. We are here inside the Mission Directors Center at Vandenberg Space Force Base, monitoring the progress of LOFTID as it returns to Earth. And so far, so good. We've seen some imagery. We're going to show you that in just a minute. But let's get everybody caught up on where we are. ULA completed their part of the mission with the Centaur and the Atlas V. They got JPSS-2 in the proper orbit. And then they steered LOFTID after deorbiting from the JPSS-2 orbit, coming down a little bit, and then releasing LOFTID, separating from the Centaur. And we were able to see and visually confirm that we had full inflation of the return vehicle as well as good separation. Yeah, so we've seen the videos. So far, everything is working just as we hoped it would. We've payloaded after separation, good inflation, good spin up, and then we saw the Centaur release the spacecraft, and it is falling towards Earth right now. It's impressive. I know that this is the first time that this technology has been taken into orbit in space. 風船みたいなものだからどれくらいの圧耐えられるんだろうね。めちゃくちゃ高い圧に耐えられるかって言ったらどんな感じなんだろう。何キロパスカル、何メガパスカルなんでしょう。Well, there was some discussion within the group about how it would inflate. Because we've never seen this inflate in an orbital sense, and so we were very happy to see that it inflated and there were no snags or anything. This was one of the highest risks parts of the mission. Exactly, and there we see the replay of the moment of separation. The LOFTID return vehicle coming off of the Centaur, heading back towards Earth. This is not a view you often see. Centaur coming to a standstill after putting LOFTID back. There it is, falling back to Earth. Yeah, so we're falling towards Earth. We're going to start accelerating, and then we'll enter Earth atmosphere. これさっきの分離の時の分離映像のリプレイですね。くるくる回ってる。すごーい。As an engineer, Sean, when you look at that, that looks like LOFTID when it was fully inflated on the ground. We don't see any snags. It looks like completely a complete inflation. Yeah, it looks absolutely perfect. I don't think we could have hoped for anything better than that. And of course, LOFTID inflated with compressed nitrogen gas. Big moment for the team there, and we know that certainly there's got to be some very proud engineers right now on the LOFTID team to say that the initial part of this operation is confirmed to be on its way. Absolutely, we're very excited. すごいすごいすごい。We'll continue to monitor the progress. すごいぞ。面白かったね今の。Meantime, let's send it back to Megan.
Really cool to see that video, not just animations again, that real video なんで回すの？ of あ、多分 significant ロール安 part 定か in な？ this test demonstration today. So NASA has long time been a technological leader. Let's go back to Langley Research Center in すご Virginia, すぎ、面 where 白い。 Angelique Herring is with the LOFTID team. これさ、両方のやっぱ画面見てないといけないね。これ難しいね。 Thanks 見 so たいって much, こと見たくないとこ Megan. が I'm 交 here 互に with 訪れる感 Rohan じ Deshmukh, 難しいな、 the ほんと。 flight mechanics lead for the LOFTID demonstration. Rohan, good morning. It's so great to have you here with us. Good morning. Now, Rohan, I know 見 that られる you've と思って been なかっ mapping た the ね。ほんと見られる trajectory と思っ of て the なかった。 LOFTID もう一回見 reentry る？ vehicle from its separation from the もう rocket 一回見 all the る？ way to was one of the highest risk parts of the mission. Exactly, and there we see the replay こんな of the 感じ。 moment of separation. The lofted return vehicle coming off of the Centaur, heading back towards Earth. This is not a view you often see. Centaur coming to a standstill after putting へー、 lofted back す in. ご There ー。 it is, falling back to Earth. すごー。 Yeah, so we're falling towards Earth. そして We're ロール gonna も start してないっていう accelerating, ね。and す then ごっ。 we'll enter Earth's atmosphere 2段目の方はロール止 around まっ Mach てるってい 25 う。 and then continue accelerating until we hit the atmosphere sufficiently to begin slowing us down. As an engineer, Sean, when you look at that, that looks like すっ lofted. ごい when it ね。 was めちゃく fully ちゃ面白い inflated じゃ on ん、 the これ。 ground. We don't see any snags. It looks like めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。これってさ、打ち上げの時、なってた？これ。リアルタイムで出してた？これ。出してなかったよね。出してなかったよね。出してなかったよね。リアルタイム出してないよね。そうだよね。CG でもさ、こうやって分離して、こう、くる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 回して、回して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 、回して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 ロールしてロールしてロールしてこれロールしてロールしてロールして分離してロールを止める。おーでスピンして Lofted's on its way back down to Earth. 止まりましたね。 So we're すごい flying ね。 now, and this is す great ごい news ね。 because now that we're separate, the おー lofted すご vehicle い。 turns on ベイ a ブレードみたいってコメント real-time 本当に beacon ベイ and ブレー start ドみたいだね。 transmitting data, so す we'll ご be い able ね。 to confirm some of these images that we're seeing on the computer model. We got a little bit of time before that happens. はい。でこれが分離した時の様子、実際の映像です。ロケットからこのロフティードを見ている様子ですね。 Exactly. And 先 there ほ we ど see the こちら replay が of the 分 moment of 離しまし separation. た。 The lofted ぐる return ぐる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  vehicle ぐるぐ coming る。 off of the Centaur, heading back towards う Earth. This is わ not a view you ー、すごい。 often でスピンも see. 綺麗に止まりました Centaur ね。 coming to a 面 standstill 白すぎ after る。 putting lofted back, and there it is, falling back to Earth. Falling back to Yeah, Earth. so we're falling towards Earth. We're going to start accelerating. うわ and ー、 then めっちゃ面 we'll 白い。めっちゃ enter 面 Earth's 白い。 atmosphere around Mach 25 and then continue accelerating until we hit the atmosphere sufficiently to begin slowing us down. As an engineer, Sean, when you look at that, that looks like 地球もすご lofted くはっきり when 見え it る was し。 fully inflated on the ground. We don't see any snags. いや、 It 面白 looks いです like ね。 completely 面白いとしか言えないわ、ほんと。 in マジでこんな映像見られるの美味しいみたいな感じ。美味しい椎茸、素晴らしいです。で、右上の写真、画像か映像なんですけど、右上が今、 inflation. Yeah, it looks absolutely perfect. で、 I 船 don't の think 映 we 像 could で have すね hoped。for 船揺れてますね。 anything better than that. And of course, lofted, inflated with compressed nitrogen gas. Big moment. これわかるかな？ブースター JPSS はここまでやってて、今青いところがもう終わってるところだと思います。で、灰色がまだ終わってないところだと思います。お、なんか映像が、お、映像来た。高さは？アポジ629、ペレジマイナス82。おー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 、まだ落ちてこない？で、Begin Venting Tank って書いてて、それがまだ終わってないですね。で、データモジュールの分離もあって、データモジュールのリカバリーと、それからこの本体のリカバリーと、まだあるみたいです。すごい面白そう。
was one of the worrisome parts of the mission that we would have an issue inflating and wouldn't inflate, but that was a perfect inflation. You can see that we're fully inflated. Shape is exactly what we expected, and 面白い映像いっぱい見れそうで、リアワクワク。リアワクワク。やばい、ワクワクする。Actually, kind of fully inflated, right? It was a bit of a partial inflate. There it goes. Yeah. Like when you're 膨らませた時の様子じゃないか。なるほどね。Inflating an inflatable mattress is the only thing I can kind of liken it to. You get it partially going, and then maybe that you. これか Less than 10 minutes away 膨ら from ませた時の upper zones. You get Sean Hancock, あ、これだ engineer with LOFTID, and you're looking right here. 膨らませた時の話。すごい。めっちゃ早い。めっちゃ早い。 Yes, that's a beautiful sight. You know, this was one of the worrisome parts of the mission that we would have an issue inflating and wouldn't inflate. インフレダブル構造のすごさよこれ。このサイズからでっかくなるの？すご。スピード感やば。That is tracking those milestones. もう一回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 。 We are currently past the separation point. もう一回見せてもう一 And 回。 the beacon has begun これこれこれ transmitting. これ。 I'm with Sean Hancock, engineer with LOFTID, and you're looking right here at the release of the cover and inflation of LOFTID. Yes, that's a beautiful sight. すごいエアバッグみたいな速さですね。 This was one of the ほんと速いな。 worrisome parts of the mission that we would ガス have の an 力で開い issue てるみたいなんで inflating すけど。 and 面 wouldn't 白い。 inflate. しかもこれが宇宙で開いてリアルタイムで見られるっていうのもね。これから落ちてきますからちゃんとヒートシールドの役目をねチェックするというものなので楽しみすぎる。 A lot of straps that you see in there. Later in that video, it actually kind of fully inflated, right? It was a bit of a partial inflate. There it goes. Yeah. Like when you're, I liken it to inflating an inflatable mattress. It's the only thing I can kind of liken it to. You get it partially going, and then maybe there might be a kink in something somewhere, and then poof, out it went the rest of the way to full inflation. Yeah, so when the bag cutter is released, there's a little bit of extra air left, or nitrogen left inside the inflatable, and so with no as a vacuum in space, no pressure to keep that compacted anymore. It just puffs out, and then we start flowing the air, and then it just immediately takes shape. And there it is. You just saw the moment of separation from the 展開速度ゆっくりでした Centaur ね。 upper ね、stage. CG より And も it is もっ fully ともっと inflated here, 早 just かった like です Sean ね was。talking about. And you can see the straps みんなよかったら that 今のうち combine に and リアの hold all グッ those ドボタンをお願い toroids, します。 the ちょっと今グッドボタンよろしくって書けなくなっちゃって cylindrical, お願いします。 inflatable part of the heat 頼み shield ます。 holds them all together. You can see them tight. And I'm not an engineer, Sean, but as you looked at that, that looked like that was in good shape to return to Earth. It looked perfect. As it comes down, it is a 6-meter wide aeroshell. And so the reason for that, quite large, is to catch a lot of the atmosphere, which it is getting ready to do right now, right? And slow down to a substantial, scrub off a substantial amount of speed, take on heat of large objects that are coming back. And I thought it was interesting. You know, you made the comment, and it was quite appropriate when we were off air. We've got a moon launch coming up, right? On November 16th, Wednesday at 1:04 a.m. Eastern Time, 4:04 a.m. Pacific Time. We're going to launch the Space Launch System and Orion to the moon. But the technology that we just saw released もうちょっとか in なと that は思うんだけ video, ど、もしか that's し going て to あれ help か us な get 時間 stuff 的に back from the moon. Absolutely. The high-end 右 technology に移した方が will そうだなこれ。 serve as こっちとこっち変えます。 technology to deliver payloads back from cislunar space. So back from the moon into Earth's atmosphere, where we can either put it in a low Earth orbit or even bring it back down to the surface. はい、変えまし So た。 it's 大丈 really 夫かな変えてよかっ the た second part of the story for the Artemis. Absolutely, and we're watching this technology being developed at this very moment as engineers are learning いい and よね。こ looking う to 切る方がいい gather よね、こっ data ち。 from 酔いそうだ the けど、ね、 latest 酔わないように気を iteration つけてね。 of their あとそう、 aeroshell. 今ツイッター And に書き込 looking め at な the くなっちゃってるから書 team き at 込ん the できて Langley ください、 Research リアの代わり Center に。面白そうな今から来るぞって。 as they await the data to come in.
Yeah, データ don't 待 they って look ます very とかっていう excited? 気がする。 They look focused. I know they've been working. They've been working super hard, and so あと10分以内。 yeah, I'm OK。 sure they're 超楽しみ eagerly ですね。 anticipating receiving some data from our spacecraft. Let's talk about that just a little bit, Sean. The data that is being transmitted from the LOFTID return vehicle, it is sent from a beacon. Yes. And it, first of all, has some basic data like position, location, but also some a little bit more robust data that comes through the Iridium satellite 青い丸 system と、and 灰色の then 丸 into と this あると思 particular うんですけ program ど that we're looking at now, which is 灰色の丸 marking us through the milestones. And there it is, マイルストーンが出てますね。 another page from that software. ソフトウェアのマイルストーンが We 出てるの haven't gotten data yet, but there's a reason for that. That beacon is not exactly, it's hard to lock on as it's kind of tumbling back down to the Earth. Correct. Yeah. So the real-time beacon is sending a very minimal data set so that we can track the progress of the spacecraft through the flight. If it sends that data through the Iridium satellite network, and that requires a line of sight from an antenna on the back portion of our vehicle up to the satellite, and then it has to have a 30% signal strength. And then we have to remember, we've already seen that our spacecraft is rotating at 3 revolutions per minute. And there's a bit of a wobble, or it's called rotation, associated with our flight, and so it's fully expected that we will have we could have limited data through the real-time beacon, and we're okay with that. We're okay with that because we are recording the full scope of data and the video on 2 data recorders that reside within the vehicle. One of those is an ejectable data recorder, and it will be ejected from the vehicle after we're through with the experiment. And it looks like we just got word for go for the re-entry interface. Yes. So リエントリーインターフェース GO とか言ってる気がするけど。 re-entry interface. So re-entry interface is defined 125 kilometers or 410,000 feet, and this is the point where we start to experience the effects of Earth's atmosphere. Correct. Yeah, we're still awaiting the first packet from the real-time beacon. 割とどっち移すって思ってるから。 And we just got word that the recovery ship, the Kahana 2, 現地はまだ夜。いや、現地って言っても多分ロケット飛んでるとこと違うから、多分昼かな。we reached peak heating on the LOFTID 帰ってくるところは昼じゃないかな。わかんないけど、さっき昼に向かって落としてたけど、どうなってるんだろう。夜なの？どっちなの？赤外カメラかな。そうね、多分白黒だから赤外線カメラだと思うけど、ちょっとわからないです。どこの海域に落ちるかリア調べ忘れた。どこに来たの？どこに来たの？見える？見えてる？ As you mentioned, we don't have data to confirm that yet. But that's the point at which the vehicle 見えないよ。 has maximized the rate at which it converts its velocity into thermal energy. And we expect the maximum heat rate of about 40 watts per centimeter squared. And then after we hit the max heat rate, we expect temperature to continue to rise for about another 17 seconds on the surface of the aeroshell. And hit somewhere around 2,600 degrees Celsius. And then I just heard an announcement that we're through max Q as well. And that's our maximum deceleration. So we're experiencing 9 Gs, and we've slowed from Mach 29 all the way down to Mach 10, and we're continuing to decelerate. We are currently 1 hour and 50 minutes. あと50 minutes? 50? 15分ってこと 50? Into the mission, and we are tracking 1時間50分経ったからってことね。オッケーオッケーオッケー。 The return vehicle. そろそろあれなんだよね。To Earth. そろそろ来てると思うんだけど。 Orbit flight test of an inflatable decelerator. At this moment, we would have expected that we're back down to 10%. まあリエントレ中っぽいんですけど。 And just now reached the milestone of predicted end of heat pulse.
So this is the end of the significant hearing. It has gone through the atmosphere. We just got an RTB packet. And really heated up and just got word. We got a data packet in, folks. Sean's dialed in with the software. There you can see some engineers pretty excited about that. excited about って言ってる。なんか嬉しそうな顔してる気もするが、どうなの？ We're in business. どうなの？どうなの？ Yeah, so at this point we're really through the hard part of the mission. We've gone through the heat pulse, we've gone through the pressure pulse, and we're just slowing down until we go to the parachute. Okay, so that なんかやりづらい。これつぶやけないな。エッジ使えないんだけど。We just got the call out. コールアウト。That they predicted the end of the experiment. Below Mach 1. So マッハ1って言ってる。 that Go Maha packet that we received from the real-time beacon, we got confirmation that the aeroshell restraint cover cut, which we saw. 見えてないぞ。頑張れ。 We received Iridium GPS communication, so that's a plus. GPS とコミュニケーションしているって言ってるからどこにいるか見ているの感じかな。 We have separation of the spacecraft, and we've already begun venting our tanks, which that prepares us for a splashdown into the ocean. We vent the tanks to get rid of the excess nitrogen that are in the tanks. That makes it safe for the recovery ship to approach. Great news, Sean. As LOFTID has confirmed with some data that it was a successful separation, inflation. インフレーションの分離がうまくいって We expect now that at any moment もう少し時間あとちょっと we're going to get some parachutes out. パラシュートがそろそろ出る We're getting more 探して探してる探せ頑張れ探して頼む見たいんじゃ 7 transmissions. So this is very exciting. That's excellent news, Sean. 7 packets. I know you were concerned about the amount of data that was going to come in. That right there, that's fantastic. Yes. Got some smiling engineers there. You can see the folks back at Langley are very, very happy about that. Well, that's got to be a lot better than what was expected. Oh yeah, I think we're checking all the boxes here today. I think everything seems to be working exactly as we hoped it would. And so what is the latest and the last data packet telling you as you look through the software system that's So I just heard that our toroid pressures are nominal. That means that our vehicle is basically at the pressures and that we expected, and that also means that the temperatures are in the range that we expected as well. So and now we're expecting the ejection of the data module. Sean, データモジュールも出たみたい one of で the す key components. If anything, you want the data from what happened. Absolutely. The whole point of the 回転してるからデータが限られるかもしれないって言ってるけどうまくデータが取れててみんな笑顔になってるスマイルエンジニアーズって言ったねなんかめちゃくちゃニコニコしとるわってデータモジュール切り離したそうみたい緑になってますねそろそろ見えてもいいんだけどどこにいるどこにいるカメラで探さないでくれる肉眼で探してからカメラ向けてほしいなねえ結構それだってあれでしょでかいでしょその熱源を探してんのかなそれとも赤外線カメラだから肉眼じゃ見られないのかなちょっと引いてさ引いてもろて used for the RTB, the real-time beacon. It also transmits via a long-range radio we call LoRa, which is a line-of-sight transmission. And it
it transmits its GPS position so that we can locate it and go 飲み pick な it る up. よしいいぞ And 頑張れ it's designed to survive the splashdown and continue transmitting that GPS data for up to or even more than 30 days. Plenty of time to find it. Absolutely. 頼むみんないっぱい言ってきて Now we've got Twitter a で ship で in き the なかったか area, ら several hundred 今一個 miles 言って off き the た coast of Hawaii in the Pacific Ocean, where LOFTID is expected to splash down. The ship called the Kahana. カハナ And we understand that a chase plane that the team has up in the area was able to get successful data collection. We're currently searching the skies with an infrared camera mounted on the Kahana 2. Oh, and I got note that the EDR packets have been received, so we know that we're getting GPS data from the injectable data recorder as well. Great news. Means you should be able to find exactly where that EDR is floating out there in the Pacific Ocean. And go pick it up, yes. And that will be the job of the Kahana 2 as well. It will Great first, news, though, get the return vehicle on board, and then we'll work on getting the electronic data recorder. Yeah, we've prioritized recovery of the spacecraft first just because there's a concern that it will eventually sink, and the ejectable data recorder is designed to float. We're now trying to pay attention to find out if the chute has been deployed. Shoot has been deployed だって Checking our data tracking software. 違うかな And it looks like that's Shoot been, has been deployed. that is expected. That is now expected. we're awaiting a detection and confirmation from the data. データ発見したっていうデータを待っていますと言ってる気がするんですけど早く探せ頑張れでもゆっくりでいいぞ頑張れ頼む Waiting for the data. Waiting As for data LOFTID engineers look on 頑張れ anxiously. 探してるデータ待ってるって言ってる待ってるって言ってるよ頑張れ Good data reception so far. So, どこ What do you see, Sean? どこ I'm just checking the timeline here. タイムラインが It looks like we're approaching data recorder. The data recorder Data should have recorder. splashed down by this point in time. スプラッシュダウンしたポイントに And our 近づい reentry vehicle is approaching ている 10,000 feet. 10,000 feet 10,000 1000 The feet second stage of か the な return of this 高さ vehicle, not 大体 necessarily part of the technology demonstration, but in order to get it, you needed to throw some chutes out, slow it down, and あ戻ってきて戻っ be てき able て to recover 戻って it, きて slow え it なに down, な get に it なに into な the に water, and 戻っ as て you き were て describing, be able to grab it. あ with the 違うって Kahana 何 2, 何 which した has の a 今 crane on the back of ピク the チャーインデック boat スじゃなくていい that is 何こ able れ to もっと黒くな articulate っただけ over and capture that vehicle. There you can see we've now なんで had 黒くなったの an あれ expected, we've mentioned that, the 10,000 expected parachute え deployment. 1000 Hoping feet for って言 a った green on that dot to あ the そう1番だっ far た lower right-hand corner of your 真っ screen. 暗になりましたえ If どっ we get ち green there, then we've got confirmation that that parachute is out. So as the reentry vehicle hits the water, there is a saltwater activated device on the parachute that will cut the parachute loose from the reentry vehicle so that it doesn't become entangled. We also have on the reentry vehicle, we have some recovery aids. Those include flashing strobe lights and mirrors that will reflect light so that it's easy to see the vehicle from the boat, either as it's falling or when it's in the water. In the instance that the spacecraft hits the water, it hits the water and somehow ends up upside down, either due to the sea state or the winds just blow it upside down. We have a sonar pinger aboard the spacecraft too, and we have a sonar receiver aboard the Kahana 2, so we can track it that way as well. Got all the instruments covered in order to track down both the return vehicle and the electronic data recorder. I will note that our recovery ship does have balloons, weather balloons in the air with relays for the LoRa
line of sight long range radio system to help them locate the oh good. Heard that another packet of data came in. Yes, so that's the locator beacon packet. That's telling us the GPS coordinates on the reentry vehicle, so we know the location of the reentry vehicle. And so, just to summarize, we've got the location of the reentry vehicle and that of the electronic data recorder. Both are down in the Pacific Ocean, several hundred miles away from the coast of Hawaii. 700 miles away? And you're looking on your screen there. That's an actual location marker. ロケーションマーカーあるじゃん。実際のロケーションマーカーで様 Inside 子で that すって box would be the dots. 点で And す to your が、 left, リフト looking 左 like 側 that に might be Hawaii. Yes, we're just off the coast of Hawaii. So what are we looking at now, Sean? Looks like we've got a couple data points there. So there's going to be a data point for 近い the はず locator な beacon, んだ which けど identifies the 見つ position からない of 見 the つからない of the spacecraft in the water, and then another dot that will represent the location of the Kahana-2 ship, and then the lines that you see there represent the landing ellipse, the predicted landing location of the spacecraft, and it looks like it's very close to the center of that predicted landing ellipse. So that's great. I mean, I think we've had a completely successful 探してるね。多分船かなこれ。 oh, 船 and then と that pink dot 船 that と they showed is the あ location れ of の the 位置を見てる ejectable みた data いですけ recorder. ど。 Engineers at Langley Research Center in Hampton, Virginia, looking over their shoulder as they study the data coming in on their screens. どこだまだ高いのかそれとも近くにいるのかな Monitoring a live camera on the Kahana-2 that is searching for LOFTID's return. 頑張れロフティッド見たいんだみんなが待ってる So far, at this point, I just got a note from somebody aboard 両方 the 両方 Kahana-2 両方探してます Wow. That's That must have been pretty 二画面 exciting. で They 見る got と a なんか黒い notification な I just saw a little while ago saying that there was activity in their area over top of the boat. もうこれでいいんじゃないこれでほうあ親方空 There's か some ら high 薄いクリ seas アが out there うわ親方空から薄いクリアがスプラッシュだ見つからない見つから And な you're い looking now live at the camera on the Kahana-2 that is scanning the カハナ2から skies 探してい for ます LOFTID. だっ But て you made a statement just a couple minutes ago, Sean. We do expect that both the LOFTID inflatable decelerator is in the ocean along with that electronic data recorder. we have received data back from both the locator beacon aboard the spacecraft and the ejectable data module that was ejected, and we've got GPS coordinates on both of those. That's excellent news. エクセントニュース And so our camera is looking for both of those in the water now. うん You can see the seas out there in the Pacific Ocean. Oh. They're bouncing. We got a report from one of our crew members on board that it was a bit of a rough ride to get out there. But now they're out there and they're searching the water for the return vehicle. As Sean mentioned, they have data. They know where both the decelerator, the inflatable decelerator is, and they know where that electronic data recorder is as well. And so as they continue to scan the ocean, we want to take a look at a very pivotal moment in this entire mission, Sean, and that was
an advancement in the technology that we hadn't seen up until this point in time, and that is the release of LOFTID from space. And there it is. This is a replay. リプレイされてますが、でもトリーブルーノさんからつぶやきがありましたね。なんか。Centaur upper stage falling back down to planet Earth. A little bit looks like somewhere over the Middle East, maybe the Mediterranean Sea. 下半の通からは、未確認だということです。Spacecraft again. The aeroshell looks exactly like we hoped it would. それからスプラッシュダウンっても言ってましたけど、2段目あと、セントラルじゃない。セントールの2段目、1段目が、メインエンジンがスプラッシュダウンしたっぽいかな。As we've just been saying, that we have both LOFTID and the electronic data recorder, which was ejected from the inflatable decelerator before it splashed down. Both are now down in the water, transmitting GPS location so that the recovery ship, ULA's Kahana-2, can track both of them down and pluck them out of the water. レコーダーによると、in the water って言ってる気がするから、もう水についたってことでしょうかね。To the LOFTID team. And I'll just note that I did get a note from the recovery ship. They have received the GPS data from the ejectable data recorder, the locator beacon, and the real-time beacon, and they're currently plotting a course to the locator beacon, which is aboard the spacecraft, to avoid the ejectable data recorders so that they don't accidentally run over it. And there was a priority given, right, on which one to pick up. Yes, absolutely. ビーコンが言ってるってロフテッドも水の中ですと言ってるから着水をしているみたいってことかな。テレメトリーレポートが水中インウォーターだと言っているという話とAs we look at the data screen that the engineers are looking at, you can see the plots on the left GPS 座標も what those colors represent 来ているということみたいです。で、とりあえず探していたけど回収船からは確認できませんでしただということですね。まあ見られなかったね。まあそれは仕方ないよ。頑張ってよ。Real quickly, Sean, they have adjusted it to a 100-mile range. ずっと上探してるね。下にいるんだって言ってるよ。拾いに行こう。今から拾いに行くのかな。今から拾いに行ったらまた数時間かかりそうだけど。The outline of the landing ellipse where we predicted the spacecraft would land. The dots represent the different beacons. So the pink dot is the ejectable data recorder. There's a gray dot that represents our ship. We purposely kept it out of the way of the landing spacecraft because we didn't want the spacecraft to accidentally land on the ship. And then there's a green dot that represents the locator beacon, which is the spacecraft. Yeah, and they're tightly populated inside of that expected landing area, which is great news. And take a look at this, folks. This is live video from the Kahana-2. As our camera seeks to focus, you can make out what appears to be a parachute 水の中でなかったのかな。ビーコンの方が水の中だったのかな。 and a return vehicle. And we lost the focus on it. We'll stay with this shot. ピント頑張れ、ピント。 If it clears up, saw it briefly for a moment. And I guess from what we expected, I'm a little surprised to still see it up in the air, Sean. Well, I don't think this is live video. I think this is replay. おお、これだって。もしかしてさっきビーコンが水中って言ってるのかな。どうなんだろうね。来たぞ。よかったね。見れて。うわー、よかった。こんな光ってるんだったら見れるわね。確かに。どこって思うわ。The red hot bottom of the accelerator, the decelerator. 来たー。親方、空から椎茸が。And above it, the parachute fully deployed. パラシュートはしっかり開いていますね。The recovery vessel has the vehicle undershoot on video dead ahead. So apparently this could be live. So this is live video. ここにうっすらとパラシュートが開いている様子が見える。Well, this is a big moment. We're going to stay with this.
If you're just joining us, you're watching live video from the middle of the Pacific Ocean. すごい、今来ましたよ。上からふわ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 と降りてきた。ロフティッド。おかえりなさい、ロフティッド。This is a technology demonstration to show that we can bring back a lot of stuff to Earth, and we can also go out and explore planets with a technology called an inflatable decelerator, an aeroshell that is able to decelerate big things coming back into the atmosphere. おかえりなさい。おかえりなさい。I think we've demonstrated that the HIAD will work at from an orbital velocity, very high energies, and that gives us the capability to return very large masses or land on planets with very thin atmospheres. 帰ってきました。よかった。すごい、なんか UFO が地球に来てるみたいな。すごいね。ふわ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 と見てきています。地球再突入のヒートシールド試験うまくいったかな。そしてスプラッシュダウン。お疲れ様でした。And you can see the parachute now パラシュー collapsing, トがふわっ no と longer 落ちてい suspending くのが lofted 見られ because ます。 it is down in the water. 着水お疲れ様。 Clearly, this is also beyond the スプラッシュ horizon. ダウンまでしっかり見られた。よく At least it appears to be because lofted has now disappeared. It looks like the parachute will do so as well. いやー、すごい。めっちゃ頑張りましたね。 And you know, if we have this shot, Sean, the Kahana 2 is not too far away from getting the return vehicle. It is not. They commented that they're watching it descend. So, you know, that gives us great optimism that we'll be able to get to the よく見つけてくれました。 before it sinks. And there you can see that optimism reflected in the room. イエーイ、盛り上がりますね。やったー、よかったよかったよかった。 Who are giving the congratulatory handshakes and high fives all around the room. Many years of やり work, ました。素晴らしいです。 testing, culminating in this moment. It's a small team, the LOFTID team is. A lot of hardworking engineers. It is a very small team, and it was a very trying time because we built the spacecraft during the pandemic. And so it made it really difficult to, you know, we dealt with the same obstacles. 見られないかと思いましたね。さっき両方とも海の上にって言ってたのは本当にそういうふうに発表があって、多分高度だと思うんだけど、ロフテッドとそれから2つのビーコンのその2つとももう水の中にいるという高さになってるみたいでしたと。言ってて、で、一回もうスプラッシュダウンのところまで行きました。その後帰ってきたみたいな感じだったね。うん。パンデミックの中で作ったから大変だったか本当大変だった。ありがとう、翻訳してくれて助かる。Sean, we've got a member of the crew that is on the Kahana 2. We've got a live connection established with an addition to that video that we just saw. LOFTID come down into the Pacific Ocean under a parachute. And so now let's go out to Megan, who is in communication with that member on board the Kahana 2. 着水させてカメラに撮れたら戻ったもんね。そうなの。プログレスバーが戻ってたね。細かいところなんですけど。As we said, the heat shield coming down, parachutes bringing it down softly into the Pacific Ocean, and waiting nearby is the Kahana 2. That's the that's going to get not only the heat shield but also the data recorder that was ejected. So let's go there, where we have Greg Swanson. He's the LOFTID instrumentation lead, and he's on the boat right now. Greg, set the stage for us. Where are you? よくテレビで見るやつだ。カラーバーになった。Oh man, yeah, no, this is super exciting. Everybody's お話ししていますね。 lots of high fives, even some low fives. I think I saw Steve Heath dance a jig. Everybody is really excited right now.
I didn't get to watch the splashdown because I was waiting on the phone, but yeah, a lot of excitement once we saw that video of it deployed and released successfully, and then of course getting the data packets after the entry pulse because we knew that meant it survived, and of course seeing then the video of it actually coming in and splashing down. And so yeah, we're about 500 miles off the coast of Hawaii, and we're headed toward the RV. It should take about 45 minutes to get there right now. Oh my gosh. So here's video of the boat. We can tell this is a camera that's showing the back part of the boat. You are on the boat. I'm going to apologize. So sorry that you didn't get to see the splashdown because you were on the phone with us. But we really do appreciate you taking the time to talk to us and kind of telling us what's next. So I know that there's the heat shield and there's also the data recorder. いや、こんなんとこでよく見つけたね。賢いじゃ無理だわ。Yeah, so Sean touched on it briefly already, but you know, we're going to go after the RV first, the re-entry vehicle, because that's not really designed to float. So we have a minimal time to go get that and recover it. And once we have that recovered, we'll go after the ejectable data recorder, since that is designed to float and ping for up to 30 days. So we have some time to grab that one. But our main focus right now is trying to get to the RV and get it on the boat. I know you have the GPS coordinates for both. Where are you in relation to those coordinates, and how quickly do you think you'd be able to recover both? Yeah, I think we're about, I think I heard about 5 miles. 5 miles away, so it's going to be about 45 minutes to get to there. It looks すごい、波も結構高めでゆらゆら揺れてましたしね。本当。よく頑張ったよ。すごかったすごかった。あ、右上が今リプレイしてますね。リプレイも見よう、リプレイも。And I know you can't see it, but すごい right な。 now, UFO だ。本当に UFO。 that we were able to record. This is a replay 今から回収しに行くんですか？ちょっと見たいな。And we can see the heat shield being brought down again softly by parachutes that were deployed. I know we talked about this a lot. You know, obviously we wanted to see a successful inflation, separation, and return, but really the success よかったな、ほんと。帰ってくるとこちゃんと最後まで見られて。一瞬さ、もう無理だったって言われてさ、ってなったもんね。近いはずなのになんでいないのって。カメラの人はめっちゃ焦ってたんだろうな。よかった。よかった、本当によかった。帰ってきて光ってるとことが見たかったけどね。aeroshell compared to the 3 meters that we've tested suborbitally in the past. So kind of a couple big steps there in testing. And so, yeah, this is a great opportunity to get flight data to see how it actually performed. We know it performed well enough to make it down, which is great. But the actual data that's on board will tell us how well it performed during entry, and we'll be able to, you know, not only refine our analysis tools, but also probably improve some of our fabrication techniques of these inflatable heat shields. And last question, Greg. I mean, how do you feel? Again, I heard you say that パ people ラシュート見える were んで giving ね、 high なんか fives ちょっと and だけ光ってるの dancing 見え jigs. た。 How do you feel personally being on this boat? You know, about すごいな。ちゃんとロケット打ち上げてさ、全部落ちてくるまでっていうのを全部終わるまで見たの初めてじゃない？ I mean, first of all, I feel relieved. That's probably the biggest thing. I'm feeling, ね。 there's a lot of nerves. ねえねえねえ、ロケット版ネタって書いてるけど、あれやったら機械空から巨大しいたけみたいなさ。ちょっとさ、古そうなさ、なんか昭和っぽい感じのあれ作ってポスター作りたくない？巨大宙に浮かぶ機械なしいたけ。変な本当にね、そう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 、なんか変な怪獣映画みたいな。そうそう、それそれそれ。で、なんかこう青いバッグにこうなんかこうめちゃくちゃこうパースのついた地球に落ちてくるような感じのしいたけのそうそうやつと、ちょっと下に少年少女がいてはーみたいな感じで空を見上げてる写真じゃないイラストちょっと実写タッチの絵が描いてあってみたいなやつが見たいです。誰か絵知りませんか？めっちゃパースがついてる感じでこうガーって右上ぐらいから左下に向かってこう大きいこう
ぐるぐるの椎茸が出てって、その椎茸を見上げるような感じでこう男の子がこうみたいな。で男の子は黄色いシャツがいいですね。Our responsibility is to do the cross-cutting transformative technologies to take us to new adventures and stuff. And one of which is, of course, bringing humans to Mars. This is one of the most critical technologies that we're establishing right now. でこの船のねところもちょっとこう船も入れてあげて、でちょっと奥の方でアトラス5が打ち上がってる様子がこうスッて。And earlier we talked a bit about the different potential uses for this technology. How soon would we be able to start, you know, 機械な巨大 It'll sort of depend naturally on where the investments 襲来 and stuff. The first practical use is probably on returning large cargo and rocket engines from space. That's one that probably in the next few years or so that we'll be seeing. And then along the way we'll be doing more demonstrations that get us to Mars. And of the many 襲来巨大な applications of this technology, which one would you say you're the most excited about? Well, you know, I will start by saying I really get excited about things where we have a partnership between and have multiple uses for the same technology, and really, especially when it's a commercial and a NASA use. But 宇宙から落ちてきたんだよなあれ感動です。いやそうだよね本当に本当だよびっくりだよ。Or taking or enabling landing in the highlands and stuff of Mars, and so it just doesn't get better than that. Absolutely, from here to Mars. Well, it's been so great having you here. Thank you so much for taking some time to share in this moment with us all. And with that, we're going to send it back over to you, Megan. はい、メーガンに戻ります。Send it back out to Daryl and Sean. I hear that they have more to report about this test. It sounds like the recovery vehicle. インディペンデンス10の円盤をしたけです。miles away from the recovery vessel. Yes, that's right, Megan. It really worked out. ちょっと回収するまで出してくれるんですかこれ。いつまでやるんですか？何時までやるの？ずっと見てたいんだけどさ。いやもう。Between the Kahana 2 and the landing location of the LOFTID return vehicle, that was a lot closer than we expected it to be. Yes, we didn't. We expected it to be a little bit of a ride for the boat to get to the vehicle to recover it, and some of that was just deliberate so that we wouldn't risk the vehicle coming down on the boat. So this seems to work out very well in our favor. That the spacecraft landed so closely to the boat. And now the ULA Kahana 2 is steaming towards the return vehicle, the inflatable decelerator, which is down in the water. We tracked it with an infrared camera. IR カメラで確認できたと言ってるかな？ Just over the horizon. Horizon? Pacific Ocean. To a soft landing. And that's critical for the LOFTID team, which wants to gather the data that is inside that return vehicle. And I heard Greg say, who's aboard the ship, that it landed nose down, and that's a good thing. Yes, definitely a good thing. You know, when we planned for the recovery, we looked at multiple scenarios. Nose down is obviously optimal because the parachute harnesses are on the backside of the spacecraft, and that's how we plan on lifting it aboard the Kahana 2. Also, we looked at scenarios where it lands upside down, so nose up, and that would require additional lifts to get it flipped over. So that we can get it onto the boat and put it in the stand nose down again. Other concerns that we have are water getting into the inflatable because it's in the water. It's basically a bowl. We did some analysis that said as long as the aeroshell has 15% of its volume filled with nitrogen, it will float. So we're very confident based on that landing that we saw in the video that you know it should be in good shape. You saw the video of the Kahana 2. We have some buoys aboard, inflatable buoys to attach to the spacecraft if it looks like it's in danger of sinking. So we can attach those, and that will give us time to recover the spacecraft. And as you're looking live. And as you're looking live, I want to let you know that the folks inside the room, those are the LOFTID engineers.
who have a successful 今 technology 一緒になったのか。同じところに行ったの low か。 Earth orbital flight test of an inflatable decelerator, ち or ょっと待って LOFTID, ね。 and they just got some words from Associate Administrator for Space Technology Mission Directorate Jim Reuter. 同じ映像が出るようになったみたいです。 Cups in hand, bottles 片方 of, 止めました。 well, sparkling something. スパークリングソンセン。 And now they're celebrating their これもういつまでするのかな。いつまでやるんです？リアも聞きたい。いつまでもやるんですかこれ。 for a mission that had such a great deal of お uncertainty. 疲れ。 Brand new 嬉しそう technology だ being ね。 tested, coming それ back 嬉し from いよ space ね for the very first time. I can only imagine how rewarding it is for you and for those folks that we see in the room. Yeah, so this is we're a space technology demonstration mission, so it's very high risk, very high reward. So there's a lot of concern that something won't work and maybe the mission doesn't go as planned, but just from what we've seen here, it looks like everything went as well as we could have hoped. And very high reward. ニコニコしてる。喋ってるけど聞こえないけど。後ろにもさ、なんかロフティッドのさ、NASA の試験の論文みたいなの載ってるじゃん。めっちゃ面白そうなんだけど。 And right now, the LOFTID team getting some words from a member of the team that you know well. Yes, Ron Mirsky is he's the head of the Atmospheric Flight and Entry Systems branch. So that's the branch specifically that deals with the entry, descent, and landing. And it's the premier, I'd say it's the premier group within all of NASA for planetary entry, descent, and landing. Well, he looks awfully proud of his team as he delivers comments there. いいね、いいね、いい Cups ね in。hand, they are ready to celebrate in these early morning hours よか out っ there た、う in まくいって、ほんと。 Hampton, Virginia, where it is ニコ currently ニコしてる。 7:17 a.m. Eastern time. 帰ってこいってよかったね、ほんと。 4:17 素晴らしかった。 a.m. Pacific time here on the West Coast, where we launched LOFTID just about 2.5 hours ago. Successful liftoff of the Atlas 2 V 時間半前から carrying 話してますね。 JPSS-2, a weather この observation 人が喋ってるわけではない satellite ですね。 that separated about a half hour after liftoff, and then an hour and a half after that, we had the successful completion of the LOFTID mission into the Pacific Ocean. Oh, it looks like we have a す video ごい。 from the ship of the RV on the water, これ although どうすんのかな。回収も出すのかな。出さないのかな。どっちなん We've だろう。 got a number of cameras on the ship, and one is a gimbal, and another is fixed on the boat. We're going to bring you live imagery. Right now, we plan on trying to bring you the recovery of the LOFTID vehicle as the LOFTID team in Virginia goes bottoms up in celebration of the completion of their mission. Let's listen in to Angelique Herring, who is interviewing one of the members of the LOFTID team. Oh, really? You know, the video coming down. And that's what we're doing this for, really, that technology, and then seeing it work so well that it's coming down in one piece, splashing down in the Pacific Ocean, just like how we had designed. And it turns out the recovery boat is very close by too, based on the predictions we had done before. So it is an amazing feeling. I can't wait to go back in and celebrate with my team. Absolutely. And I mean, obviously getting that actual camera footage was really exciting, but can you tell me a bit about how it felt to get those first bits of data actually coming in? That's right. So I'm not the thermal system lead, but I saw the thermal system lead analyze the temperature data, and this nominal データ取れましたって言ってるのかな。いつまで配信するんだろう。リアも全然わかんないからずっと見てますけど。Actual experiment went. They were nominal. They were right where we were expecting it to be. So, as an engineer, you really love the word nominal, and it just has been that kind of day so far. I'm really excited. For the layperson, Sam, what does nominal mean? Nominal means that when we make prediction, we want
we expect it to be somewhere, and then we expect maybe it can be off by a little bit. But if you're right in the middle, that's nominal, and that's what it looks like we're doing so far. That is incredibly exciting. As that data comes in, what will you and the team be doing? Well, from my team, I'm part of the trajectory team, so we will be looking at the data sets that we got while we were coming down and also on the recovery device, and we'll be using that information to figure out how well we did in our pre-flight predictions. There will be other people in the team that will be taking that data and seeing how well their models did so that we can predict high-end performance for other flights and maybe to a Mars mission one day. How incredibly exciting. Well, congratulations. I know that you're probably very anxious to get back in there Absolutely. with the rest of the team. Thank you so much for stepping out to talk with us. Thanks for having me. And Appreciate congratulations again. Thank you. Thank Bye. you. 止まんなくなって、あ、カメラの映像。これは今のカメラの映像ですかね。そこでちょっとなんかパサパサしてるいる？ああ、それじゃない？それじゃない？見えるぞ。Who planned out the trajectory for this mission? Sean? あ、そこにいる。あ、いる。ヒロとかまでやってくれるのかな。ちょっと見たいんですけど。見たいな。どうしよう。めっちゃ見たいな。Watching all the data come back, and he used the term nominal, and that's great because that means that the vehicle performed the way that we expected it to, and the way that the models predicted it would. So that's great. And I think right now we're looking at video of the spacecraft floating in the water, and that is something I did not expect to see. Especially this close to the recovery ship. そう。 That's どんぶらこ。 very exciting. おー、なんか間に波間にこの見えますね。まだ暑い。いや、暑くはないんじゃないかな。海の温度とこいつの温度に差があるんだとは思うけど、土ではないんじゃないかなと思うけどな。I mean, it hasn't been in the water that long, and I did mention, どうやろう。it's designed so that we vent 割と IR カメラで in the tanks, but we keep the volume of air 見たときっ inside て the inflatable to provide buoyancy. クルドラゴンとかも結構白く見えるものね。that it didn't cause any tears or anything, and that 水かぶって沈没したりしないかな。I do see it bobbing up and down. それだったら面白いね。うわー、せっかく帰ってきたのに。うわー。でも多分なんかガスで膨らんでるって言ってたから、なんかガスだと思うし、浮くんじゃないかな、風船みたいな感じで。多分。沈没ってあれ？船の方が。But if it's fully inflated, would you expect that it might still float? なんか思うんだけどさ、なんで日本人って焼きしいたけとか焼きちくわとかさ、なんか美味しそうなものに変えちゃうわけ？美味しそうだけどさ、どう見てもしいたけだけどさ、なんかあんまりしいたけって言ってる人いなくない？外国で。しいたけってないのかな、外国に。ちくわもあんまり言わないし、焼きちくわ、焼きしいたけ、焼き。some scenarios where we would, if it's got water in it, we would lift it up and dump that water out before we lifted it onto the boat, just to reduce the weight of the load on the crane. ご飯いっぱい食べてくださいね。 I don't recall if we 焼きしいた discussed けも。 this or not, but 向こうだとマッシュルームってコメントあってる。あ、そうなんだ。でマッシュルームにしてはさ、ちょっと傘開けるすぎじゃない？キノコも全部マッシュルームなの？そうなの？ There are 4 risers coming off the back of the spacecraft that go to the parachute. There are 20-foot risers. Each one of those risers has a 4-inch loop in it, and lifting it ideally could be as simple as those 4 loops over the hook of the crane and just lifting it straight up and onto the deck. Well, that would be a continuation of just the nominal mission that we've seen so far from the very start of this, which has done nothing but 傘開いたマッシュルームってあるの？ごめん、傘開いたマッシュルームっていうのかな？傘開いた at the LOFTID return vehicle in the マッシュル water ーム。 in the Pacific Ocean. We're getting imagery from the Kahana 2. This is United Launch Alliance's マッシュルーム vehicle. 黒いんだ Of け course, ど。 they're partners with this mission.
マッシュルーム黒いんだけど、傘開くと黒くなるの？怖いよ。真っ白なキノコだと思ってた。傘が広いとマッシュルームって黒いんだけど。And safely splash down as it just has right there as we're watching it in the Pacific Ocean. Now, you mentioned something I thought was interesting. 伸びていません。3日目。少しずつ軸が伸びてきます。3、4日目、軸の周りから亀裂が入ってきます。4、5日目。傘が開きかけた状態。この状態では問題なく食べられます。5日目から。この状態でも食べられますが、傷んでないから随分注意してください。ほっといたら傘開くの？そうなの。And we discussed whether we wanted to pick the spacecraft up at night. いや、マッシュルームなんか買ったら絶対黒くするだろうな。でも買ったことないんだな。As to what he feels safe. 美味しそう。焼きちくわはまさにそれらしい。まあそうよね。焼きちくわも焼きちくわにしか見えないもんね。わかるよ、気持ちは。If they do decide to wait until daylight to pick the spacecraft up, we do have inflatable buoys to attach to it to keep it floating while we wait. But again, it's the captain's decision, so we will. Again, it's the captain's decision. トマトスープに薄切りマッシュルーム入れる俺。薄切りマッシュルーム入れる俺。トマトスープにマッシュルーム。美味しいパスタ作ったお前。あんなに見つけた瞬間のリプレイ後で見たい。流す？First light and they can have a better look at it. What we do know, as you mentioned, they will be able to secure it with buoys. So you're saying they will get close enough to get those buoys on it before daylight? Yeah, so we actually have aboard the boat we have boat hooks, extendable boat hooks that we can pull right up against the vehicle and use those boat hooks to access the lanyard the lines on the back for the parachute. All right, Sean, let's take a break for a moment and talk to another member. 探しても探しても見つかりません。誰もが諦めかけた。その時。Angelique, take it away. Yes, I am here with Ron Mirsky, the branch head 親方 of the atmospheric flight あれですぜ entry systems branch. 一人の船員が叫びました。It is a mouthful. Now, Ron, あれ can you だ tell me? ピントがおかしかっただけなん You だ。 had one of the widest smiles あんなに光ってるなんてのに見つけられないなんて。 data was coming in, and also as ち we were getting to 俺は何を Can し you てい tell たん me だ。 what you were feeling and how you're feeling right now? Just incredible. あんなに光っているから見つかると思っていたぜ。A lot of issues to overcome and did it just brilliantly. And so, just very proud of the folks and just being associated. 美味しいマッシュ見つけたお前。 Absolutely. And for you in particular, what data are you looking forward to getting back from this demonstration today? Well, the law 寒い海、アラボロ、あtechnologies that we're developing. 高い荒波、美味しいマッシュ見つけたお前。 Thermal protection systems and really looking to see that these new types of technologies have performed, and it's looking like they really did in a very good way. And so now we're looking towards the future. Speaking of the future, I know 今 that 日の we 打 would ち need 上げ、 something 美 larger 味しい if マ we're ッ going シ to ュ land 見 on つけ Mars. たお前。 So I'm assuming that that's somewhere down the way, but also what are we looking forward to in the future, and how is this test going to help us to get there? So, this test here does a number of things. First of all, for that larger Mars mission that you talked about, we do need to have a number of 赤外線映像だから steps along 歴史だけ真っ白なのかな。そうみたいですね。歴史だけ真っ白。 land humans on Mars. This is the step to get us to the 6 meters. Now we got to look to making larger and larger HIADs, which are part of what we call the mission architecture for landing on Mars in the future. But in the near term, there's a few things that we can do here. Currently, we're working with commercial sector
companies and looking at different applications, coming back from cislunar space with hardware, bringing it around the orbit of the Earth. Then also this opens up possibilities for other future NASA missions. Situations where there might be mass problems on different missions, then we can reduce こんな感じで見つけたみたいです。 Now we talked far into the future like Mars, we talked near into the future like maybe doing down mass missions, but in the near future in the すごい coming weeks. あんまり生で見られるものじゃないよねこれ。あ、もう本当に初めてだと思うから、もう本当に生マッシュルームは初めてだと思う。これはいいな。まさか公開する円盤の映像です。機械、空からマッシュルームが。謎のマッシュルーム、捕獲に向けて船を出した取材班は 1. 何メートルの荒波にも負けず UFO を探し続けた。しかしそこには UFO の姿はなく、ただ虚しく空を探し回るだけの取材班。 lead engineer for the PLA, the Payload adapter. 探し回り探し回り。 With us for the past hour and a half, as we have been tracking the LOFTID technology demonstration, and looks like we're getting a little closer. それでも見つからない。 It feels like we're getting closer. I was just sending a note to the recovery ship asking how much longer they thought they were going to be until they were there, but 別部隊で情報を得ていたセンターからは、もう奴は水の中だという連絡が来た。遅かったか。俺には見つけられなかった。そう、誰もが諦めかけた。その時。 空に一つの筋の光が現れた。これあれじゃん、なんかもうちょっとあれじゃん。もうちょっとプロジェクト X っぽい感じにしよう。ででん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 でんで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 ん。そこにヒートシールドの姿はなかった。 コントロールルームからはもうヒートシールドは着水したと情報が入った。宇水はうなだれた。 And while it looks like it doesn't appear that we're moving, we indeed are. This ship is making progress. We started off, Sean, when LOFTID splashed down, it was beyond the horizon. It disappeared behind the horizon line out there in the Pacific Ocean, and then the parachute gently came down. みたいな感じでさ、できそうじゃない？プロジェクト X ごっこ。 We've been making steady progress towards getting a little closer and a little closer, and now less than a mile away. It shouldn't be too long before we've got it right close up next to the boat. 誰もが諦めかけた。 So the その boat, 時。 the Kahana 2 is a fairly slow boat. I think its top speed is about 10 knots. 空に But we're making 一筋の光が really 現れた。 really good progress getting over to the spacecraft. それは夢にまで見たかのヒートシールドだった。 完成図で完成ダメだシャレになっちゃった何途端に完成図がひらめき立つわかんないや cooler than the air shell because it's in what we call the wake. And actually there was a sub experiment on this flight. The FOSS, the fiber optic sensing system, was part of the その融資を a technology demonstration カメラに収め within た our technology demonstration system. And we had a fiber optic line
along the back of the rigid body to measure the temperature distribution inside that area we call the bowl. And there's no real good modeling or any data really of what goes on back in that wake area. There's, it's predicted that there's vortex back there and probably not a lot of heating, but we don't really know how to predict it. So, looking at the colors, we can generally infer that it's fairly cool compared to 感染してる感染に包まれた。いや、なんか言ってたらそうなっちゃっただけだよ、今。考えて言ったわけじゃなくて。おー、すごい近い、もう見える。プロジェクト X ごっこいいな、楽しい。今のよくないだってさ、誰もが諦めかけたその時っていうの結構好きなんだけど、管制室からの情報は誤りだった。NASA の配信担当者はスプラッシュダウンの項目を巻き戻した。The recovery of the return vehicle from the LOFTID technology demonstration. It is in the center of your screen, floating out in the middle of the Pacific Ocean. It's a couple hundred miles away from the coast of Hawaii. 風の中のスバル Captain is steaming towards 草原のペガサス。お、これ捕まえるのかな。どうやって捕まえるんだろう。網？捕獲するのかな。一人の男が段ボールを抱え管制室を去った。やだ、それやだ。さっきのみたいな楽しい管制室のやつがいい。管制室はなんだろう、みんな抱き合い喜び合った。男の夢が叶った瞬間だった。いいな、いいな、いいな。JPSS-2 satellite that was put into orbit just about 2 hours and 15 minutes ago after the successful launch of the Atlas V. At this time, we understand the team has not yet received data to confirm JPSS-2 solar array deployment. Now, there may not be an issue, but the JPSS-2 team, NASA and NOAA, are monitoring closely. 問題なく回収できそうかな。見つけられてるのでね、よかったね。大分見えてきたね。どういうこと？あ、大分か。今のカットで。On JPSS-2, you see it at the bottom of your screen, blogs.nasa.gov/JPSS-2. Again, blogs.nasa.gov/JPSS-2. LOFTID starting to come into focus here, Sean, in the bouncing waves of the Pacific Ocean. Yeah, it's getting so close you can actually see the straps on the TPS. You can see our cameras on the aft side of the spacecraft. You can make out a lot of detail. Now, don't want to put you on the spot, but I am. Part of that LOFTID return vehicle is glowing. We know this is an infrared camera, so it's tracking heat signatures. What's your take on just your observation on why that edge, the left part, the left side edge is glowing? もうこんな近くに。 I'm not sure. どんぶらこ。 The vehicle is, it re-enters in a 海に浮かんでいます。 So we're rotating at すごいすごい、こんな近くまで落ちてきたロフティッドを見つけて近くまでたどり着きました。赤外線カメラの映像です。波がよく見えるね。わあ、これを今から拾って帰るみたいです。
roughly the どん same. ぶらこと流れてきました。 But again, I'm おば probably あさんは not the right 海 person へ to 椎 ask 茸を that 取りに question. ダメだ、そんなでかい椎茸 off the water, and there's a 開 fair けたら amount 椎 of 茸太郎 moonlight が out. We just passed a full moon just a few days ago. 水で戻した椎 So 茸 it has the benefit 本当に椎茸みたいなそんな感じですね。 a pretty bright moonlight out there at the 持っ moment. て帰ろう。 They do. And I'm looking at the video, and it looks like 180 degrees opposite from that one side. The other edge is also glowing similarly. And as our 待って、置いたのたくさん椎茸なの。ちょっと本当に give them a moment to reset the shot. You know, as you look at this, Sean, you know, it's striking to me how nicely it is floating, fully intact, still fully 大 inflated. 分の特産品 And this was a mission that I heard some engineers say, hey, look, if we can か just ぼ get す some partial data, doesn't even necessarily have to come 湯布 down 院 perfectly like this. We just want some data to be able to advance this technology. And there it is sitting in the ocean, 団子汁 completely intact. 厚飯お It 腹 could 空い have てきた broken apart if any of those straps were たらふぐ hung up on some part of the 鶏 spacecraft 飯 or 鶏天 the upper 柚子 stage, 胡 the 椒 Centaur. アジ So many things サバ that 唐揚 need げ to go right. ザビエル And I know it's early, but just to see this floating in the Pacific Ocean fully intact, that's impressive. It definitely is. I mean, it looks like it did. 干し椎茸なんだね during ground testing. 生椎茸じゃないのかな I mean, you know, we're looking 干 for し椎 infrared 茸の camera, 産 so 地 it would probably look a little 日本一の charged, 原木干し椎茸の産地 when we get to see it in すご person. い But 椎茸屋さんだっ yeah, it た looks wholly 大分 intact. This is probably 椎茸 beyond 太郎 any of us 椎茸太郎 would have なんかちょっともうちょっとかっこいい感じにしよう椎茸男とかどうですか Is that charring? 椎茸さんみたいだな椎茸椎茸ろ椎茸太郎 Its re-entry through the Earth's atmosphere. It should. I 椎 mean, the 茸 day- 太郎 the- we- so we- the- 竹太郎 We have thermocouples 竹太郎 and heat flux gauges scattered all about the thermal protection system and at different layers throughout there's a multi-layer thermal protection エス system ピ and な at のは different layers は throughout いせーの the 干したし thermal いた protection け system. So 俺 that も should really be able to provide us with the data that we need to figure out what happened どこ行った during 竹太郎 the 竹 reentry. 太郎 Getting to see 竹 the 太郎 getting to see 消えた the spacecraft 竹太郎 and どこ the 行った surface and the charring あれかな近づきすぎてもうカメラで追うのやめて引き上げる see how 感じ the ですかね materials あ終わっちゃった behave when exposed to that environment. So that's really part of the value of getting the spacecraft back is, you know, just being able to see physically 竹太郎 what happened to the spacecraft because of the environment は that い it was, that 竹 was 太郎 in. でした And then the instrumentation to で go すね tell us what the 今日はなんかまああれなんです Just が多 joining 分 us, この we're ま taking ま a break from our live imagery that we're bringing you of the LOFTID demonstration, the technology demonstration. We've been tracking the return of this vehicle from space, the first time なんかやってますね that LOFTID 初めの has returned from space, 最初の showing off ロ its フテッド ability の to return, slow down enough in the atmosphere to bring back anything from a rocket engine 試験でし to た a 持っ spacecraft て行って to, as you mentioned earlier, Sean, something that was built on the moon. This is how you would get it back, something that could be compacted down into the space on top of a rocket, but う then わ when it わかりやすい returns, わかりやすい開い come て out and 開い expand て with enough ability and enough Mhm. surface area to slow down whatever it is that's bringing back down safely onto the surface of the Earth. Yeah, これだね and really, you know, aerodynamic decelerators are the way to go. タイミングが違うこっちだな When ちょっ you're と待ってね entry, you know, studies have shown that an aerodynamic decelerator can What's that? reduce What is the amount of mass that you have to take up to low Earth orbit by half. Versus using a propulsive system. JPSS-2 の So, ソラパネ展開が you 出 know, た確 this 認 is でき a てないらし major い step そん forward な in, そんな in technology. Weight is everything when it comes to space flight. So, as you talk about the mass and bringing it back, more mass
is much better. And now we're looking live. Wow. おお、回収するぞ回収。 From the camera mounted to the back of the Kahana 2, looking back at the deck. And it looks like, Sean, they are readying the crane at the back of the boat. Yeah, so you can see on the back of the boat, they're hooking up the crane. さあ、秋のしいたけ。 Right in the 大収 center 穫 of 祭。これがカナダームか。 the boat. カナダーム頑張れ。カナダーム。 Set the spacecraft on once we lift it up out of the water. カナダーム。 And いけいけ。 looks like they're getting ready to put the crane over the side to try and pick up the spacecraft. Yeah, folks, we are bringing you live the recovery team making an effort カナダームっていうのは ISS についてる to pluck ア Loftid ームの out こ of と the ですね。 Pacific Ocean after returning カナダーム from 3。 space.拾い上げるのしようか。あ、後ろにい And る Sean, ね。 this 多分。 operation, it does take some time. So we would expect this crew to be working at this. It's not going to be instantaneous. They got to be very careful about bringing something out of the water that presumably looks like it's in about 6 to 10 foot seas. Yeah, so we do have procedures that are written, and that generally adds to the time because we want to be careful. We don't want to do anything that could risk the spacecraft, especially now. So yeah, I fully expect that this will take a little bit of time and effort to get that out of the water and onto the boat. And so let's review for the audience how we got here. It all began with a launch at 1:49 a.m. Pacific time. With this, and then about an hour later, this ちょうどいいとこだったのに。 separation of LOFTID, the low Earth orbit flight test of an inflatable ぐる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  decelerator. 回っ This て is an 分離しました。 inflatable heat shield. They can compact down into the size of the fairing on top of a rocket, but then expand as you see it here, rotating as it falls back to Earth to potentially one day bring back spacecraft, hardware, people back to Earth that have come from either another planet or the moon. And then this shot, the return of LOFTID under a parachute, the bottom glowing red hot on the infrared camera after it returned through the はい。 searing もう heat なんか of もうすごい reentry, ちゃんと全部もうリプレイでしてくれてるから 2600最高ですね。 こうやって marking 帰 a ってきましたよっ signature て in と the ころま sky で。 that we were 完 readily 璧だ able よ to 本 pick 当。 up with 全 our 部 camera. 見られるなんて思ってなかったも As ん it リア。 fell gently 今 down 日帰 into った the ら Pacific 打ち上げ Ocean. 見て寝るかって思っ The たもん。 parachute then falling 思ったよりめちゃくちゃずっと配信してる。あ、後ろにいますね。 And now we have 光ってる？ a fully inflated, lofted in the water ロフティって光ってるじゃん、 United 君。 Launch Alliance ピカピカ。 Kahana 2ピカピカピカピ as the カ。 crane in the かわ back of that いい。 boat now ピカ seeks ピ to カだ bring ね。 lofted 光るしいたけよね。怪奇光るしいたけ。いや、誰か本当に作ってほしい、そのロフティッドのファンアート。怪奇光るしいたけ。うわみたいな。ゲーミングしいたけ。ゲーミングしいたけ美味しいかな。もぐもぐ。 There's a light glowing just off the back of the ship there, Sean. I know that's our reentry vehicle, and Pero I think you kinoko. can see the strobe lights finally from the boat. You can see the flashing of the strobe lights. How about that? And もう that 一度 this ね is no あの longer an infrared camera. We're actually just looking live as we see it in our color お camera. さらいをさせていただき And ますと、 now currently はい。 being blocked by the camera, it looks like that's the strobe light, 今日は right? こんな感じで Yes, we have strobe やっていく予 lights 定でした and 打ち上げた後 reflective mirrors on the back 展開して to 帰ってくるという試験でした。 be able to 特にね、 visually この帰り identify の it in この the 辺 water. が So め that ちゃく makes ちゃ面 the 白かったと strobe 思い light ます。 brighter and easily こんな seen. 感じ。 Yes. ほら。ロケットの先端につけて、それを開いて、下向きに落として、再突入の試験をしました。その後、地上じゃないね、海上に Well, Sean, 落 you ち can たという感 certainly じ see で the す。 glow from the beacon, コンタクトがすごいかっこよかったし、切り離しもすごく良かったです。
で、落としてる、ここはね、映像がなかったんですけど、このパラシュートが帰ってくるところの映像はありました。素晴らしいです、本当に。このロフティッドの打ち上げ、そして試験は初めてということなので、結構思い通りというかうまくいったみたいな顔してましたから嬉しいですね。That must be just an incredibly proud moment for you and the LOFTID team. Oh, it is definitely a proud moment. It's beyond expectations, and you know, we're so excited to have been able to take part in this, and just think of the, you know, all the benefits that this is going to lead to for future exploration. And we will continue to track what happens out there in the Pacific Ocean, just a couple hundred miles off the coast of Hawaii. There'll be much more. Tune into our blogs that we follow and social media online. We'll bring you all the imagery of the recovery when we have that. カメラが初めて発見したのだけすごい興奮しました。エリアもって思った。落ちてて残念っていう感じだったし、みんな諦めてましたから。Be beside you as we track this mission from outer space all the way to back home here at the Pacific Ocean. Thank you for the opportunity. I'll just say right out of the gate, I was terrified of doing it before it started. But this has been a blast. It's been one of the funnest things I've gotten to do, and getting to see this successfully go through this mission and share it with you and then the viewing public has been really great. Well, thank you very much for those words. Appreciate that, Sean. Thank you. Megan, we'll send it back to you. Great job, Daryl. Sean, thank you so much for that. If you're just joining us, we are actually wrapping up NASA's live coverage of JPSS-2 and LOFTID, which launched from Vandenberg Space Force Base here in San Francisco, less than 3 hours ago. NASA and its partners accomplished a lot today. Let's show you some video again. This is live video of the recovery ship that's in the Pacific Ocean off the coast of Hawaii. You can see in the distance there, lights bobbing up and down in the water. That is the heat shield that we tested today as part of the LOFTID project. And this recovery vessel with NASA and ULA team members, they are so close to getting to that heat shield and being able to bring it aboard onto the ship to further analyze it. And then after that, their mission isn't over. Then they recover a data recorder that was also ejected. They'll be able to get some more data from that. And then 9 months more of just seeing how successful this test was in testing this new innovative technology that could really change the way we explore our own universe. It launched aboard an Atlas V rocket, the last Atlas V rocket to launch from the West Coast. It launched with JPSS-2, which is the newest polar orbiting satellite. As part of a system that NOAA will manage. We do want to give one update, though. The team is still waiting to confirm whether or not JPSS-2's solar array was deployed. Just because they haven't been able to confirm it doesn't mean there is an issue, but teams are monitoring that closely as more telemetry data becomes available. We did just want to mention that. If you do want to follow along with that mission to see whether or not we're able to confirm or when we are able to confirm solar array deployment, you can head to these websites we're about to pop up on the screen there. On the right side there, that's where you can find out more information about JPSS-2. And over there on your right, that's where you can find out more about LOFTID. Now, if you enjoyed today's launch, the next one is just around the corner. We mean days away. In the early morning hours of November 16th, NASA will attempt to launch Artemis 1, our first step towards sending astronauts back to the moon in nearly 50 years. Live coverage will begin on NASA TV and its YouTube and streaming channels at 9:30 p.m. Eastern Time on November 15th for a 10:30 p.m. So sorry, everyone. 10:30 p.m. launch. Launch coverage begins on the 15th, and then we will have hopefully launch at 1:04 a.m. on the 16th. So again, I hope you can join us for that, and thank you so much for watching today. もっと見たい。切らないで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 。まだ君を見ていたい。
ポシャーン。大丈夫か？揺れるね、揺れるね。ゆらゆら。ラララララ。ゆらゆら。ふん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 。ふん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 。ふん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 。ゆらゆら。うわー！終わった！終わっちゃった。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 終わっちゃったー。でももしかしたら ULA さんとか NASA さんがね、持っていく瞬間とかを後で、YouTube リアルタイムじゃないにしても上げてくれる可能性あるし、多分。そうなったら見よう、みんなで。ね。うわー、お疲れ様でした。もうちょっと。これ流すんだったらさ、さっきの見たいよ。いや、このアースフロムザスペースステーション毎回そうじゃん。毎回流すじゃん。これさ、番組と番組の間で。これ来なくていいからさ、しいたけ食べたかったな。ちょっとしょっぱいかな。塩味になってるかな。醤油の代わりに、海で白新聞見せないということが見たかった。引き上げるとこまで、お家に帰るまでがミッションでしょ。見たかったな。仕方ない。ここまで見られただけでも本当にすごいわ。よし。ちょっと気を取り直して、一応ね、もう終わりなんですが、リプレイをね、少ししていこうと思います。本当にかいつまんでね。はい。今日は、こちらのアトラス5-401形態の打ち上げでした。6時ちょいぐらいから配信してるから皆さんもしかしたら疲れてきてるかもしれませんね。リアは全然疲れてないというかもうずっと見てて幸せでした。この子アトラスちゃんは、今回バンデンバーグの打ち上げだったんですけど、このバンデンバーグからの打ち上げは今回で最後となります。この子もね、あと何個かしかもうないロケットになっていまして、今回がラストのバンデンバーグの打ち上げになっておりました。またこういうのね、見れたらいいんだけど、この方はケープカナベラルとかでね、見ることができると思いますので、ケープカナベラルでの次の打ち上げとかいろいろもお楽しみにという感じです。はい。で、打ち上げを見るのはいいんですが、打ち上げの様子、少し説明はもう軽くね、ガチで軽くね、軽くやるぜ、軽くね。はい。でした。で、打ち上げですが、はい。はい。JPSS-2、かっこいいこれ。はい。このね、片翼の JPSS-2 さんというこの衛星さんと、それから今回、今さっきね、後半見ていた、膨らむタイプのやつ、もうガンダムとか KSP とかいっぱい言われてましたけど、ガンダムとかでも出てくるあれなね、同じような試験があったやつ、それを、試験しました。はい。で、アトラスさん、こんな感じで、打ち上げの様子もここに書いてますね。で、ULA さんのホームページにこんな風に書いているので、もしよかったら見てみてください。Go Atlas, Go Centaur, Go JPSS-2, Go LOFTID ということでいっぱいいっぱい書いてますね。ミッションサクセスって書いてる。おめでとうございます。はい。でね、こっちに、ULA のアップデートが。そして、ここでもね、トリーブルーヌさんというのも ULA の、偉い人なので、もしよかったら、このトリーブルーヌさん見てみてください。結構リプ編もらえるよ。ツイッターで、これ何なんですかって聞いてみたりとかしたら割ともらえるかも。でも変なこと聞いちゃダメだよ。うん。でも前リアはね、リア何人このロケットに乗りますって聞いたら150人ぐらいって返ってきた気がする。そう、なんか何人乗れますかとか、
なんかたまにお返事くれるので、英語で聞いたらいいと思います。推しです、推し。すごい返信してくれるんだ。この方はね、結構リプライしてくれるタイミングがあって、リプライタイム中に返事すると割とくれる。ありがたいですね。で、そう。はい、ミッションバビューいっぱい書いてますけど、ちょっとめちゃくちゃ多いので、かいつまんでお話をしますね。ミッションオーバービューに書いてある内容は、本当にさらっとね、さらっといくよ。さらっとって言わないとずっと喋っちゃうからね。はい。今回は海洋大気庁、NOAA って書いてますけど、この NOAA の、極軌道衛星 JPSS-2 を打ち上げる予定となっていました。アトラスは JPSS-2 を太陽同期軌道の地球低軌道に低軌道に投入します。っていうのと、その分離後、膨張式の、デオビットデクセラレーターの、ロフティッドとさっきのふわふわのあれを分離して軌道に乗せるということです。はい。バンデンバーグの、スペースローンチコンプレックス3番から打ち上げを行う予定になりましたというふうに書いてました。JPSS システムは、気象衛星です。天気予報を許可することもできる。それから1日に2回地球を、全球取ることができます。それから、1日に2回丸々取れるので、14回地球をくるくる回って取ることができるらしいです。画像や大気温度、湿度、地表の測定、海洋温度、オゾンのレベル、地球からの日射量などいろいろ取ることができます。次、ロフテッドの直径ね、聞いてた人がいたけど、なんか、ここに書いてますね。ロフテッド6メーターだということです。横。でか、6メートルのエアロシェルというものです。日本でもね、エアロシェルの研究はあるみたいなので、エアロシェルって入れて日本で研究されている方の論文とかも見てみると面白いかもしれませんね。このロフティッドは地球低軌道から再突入軌道に乗せられた後、つまりロケットを地上に落とすような軌道に乗せた後に、エアロシェルを開き、減速する。そしてその再突入の、生存能力というか、再突入にどんな感じで見られるか、どんな感じで再突入するかっていうのを検証する、そういうものになっています。こんな感じですね。再突入。はい。はい。次。ローンチビークル。これはパッとさっきも説明したのでいいかなとは思うんですが、上にね、こんな風に載ってました。4メートルフェアリングの中に JPSS-2 がついてました。これを分離した後に、この下のロフティッドを展開させます。展開するにしても結構ちっちゃいよね、これ。4メートルフェアリングがこのサイズだから、6メーターって多分こんなでかいのに、このちっちゃいところに入っていました。本当にすごいですね。はい。セントールという液体酸素、液体水素のエンジン。それから下は、ケロシンですね。RP1 という燃料が使われているエンジンが使われていました。はい。フライトプロファイルはもうずっと見てたので、忘れたかもしれませんが、打ち上げ後、分離ってしていて、いつもの通り、1段目を2段目分離した後、衛星分離した後のデオービットのところまで今回は珍しく移してくれました。軌道を離脱して地球に落ちるような向きでロケットを吹くというね、かなり珍しいことをやってのけました。すごく面白かったので、もし余裕があればね、NASAの今残ってるアーカイブを見てみたらいいと思います。結構向きとか面白かったですね。はい。これは作ってるところとかいろいろ書いてるかな。ねえ。で、RE180 エンジンはロシアで作られているっていうのもあってね、もうちょっと別の代替のものも、次のロケットにはあんまりこういうのはないです。あと、これやりたかったんだよ、今回。やれなかったんだけど、アクティビティシートっていうのがあってさ、これやりたかったんだよね、本当は。時間あるかなと思ったんだけど、なかったの。こんだけ時間あったのになかったって不思議な感じだけど、なかったの。これやりたかったんですよね、皆さんと。本当はね。クロスワード、持ち帰ってやってみてください、クロスワード。悲しい。やりたかったな、リア。今からやる？やってる暇なそうだな。うん。
こんな感じで、迷路と、ワードファインドと、アンスクリームルあ、わかった。1問ずつやっていくとぐらい。でも、クロスワードはちょっとね、大変そうなんだけど。やってみてください、ぜひとも。答えは書いてあるのでね、見ないようにしてやってみてください。この後やったらだってみんなしんどくなっちゃうでしょ。リアも多分しんないから。今日はやれなかったんですけど、暇な時間がもっとあったらね、やれたと思うんだけど、あんまり暇じゃなかったから。やりません。ぜひとも、一つ頭良くなると思うのでやってみてください。6番はわかるぞ、6番は。An event where a rocket leaves the ground. 違うか ?An event where a rocket leaves the ground. 6番なんだろうこれ。ロケット、リフトオフかローンチかなみたいな感じで入れていくといいと思います。これは The acronym for NASA's Low Earth Orbit Flight Test or Inflatable Decelerator。これあれだよね。9番はロフテッドだよね。ロフティッド。みたいな感じで、今回の、打ち上げに関連したものが表示されています。ので、もしよかったら見てみてください。こういうのあるんで。右下にね、答えがあります。ちょっとこれ見せられないよ。私で隠さなきゃしますけど。こうね、隠しますけど。9番とか合ってるかなロフティッド。合ってそう。9番じゃない、6だよ、それ君。待って。12344 123123456 123123456なんか番号裁判違くない？ 12345 じゃなくて456789でしょ。間違ってるよ。まあいいや。間違い発見しちゃった。まあ多めにはいっていう感じ。うるせえかな。はい。あとはこういうのもありますね。これは、JPSS-1 からね、持ってきたイメージ。写真でしょうね。これ多分写真。この写真を見て、これ並び替えて何か見てください。間違い探しもできるなんて。確かに間違い探しもできてお得。これは多分、ファイヤーとか。これはライトニングかな？これは、わかりやすい。これなんだ。これもわかる。やね。これはかな？これなんだろうな。ウリちゃんで。なんだろうね。これ分かって。これ分かんないかも。へへー。これも分かる。へへーライフね。へへーライフ。これなんだろうな。アイアンではないからわかんないよ。アイアン。これは、フロー、アイアン、ヒンディーワイン、フロー、ライトニング、ファイヤー。これわからんな。なんだろうな。わかんないですね。みんなもこんな感じで、いろいろ見てください。全部わかった。ほんと？これ一番上がわかんないんだけど。これなんだろう。言っていいよね。もうみんなわかるよね。だって。言っていい？ファイヤー、ライトニング、ストーム、シティライト、アイランドでしょ？アイランズでしょ？で、これスノーだよね。これ何これ？ちょっとこれ隠さなきゃ。私で。これ何これ？なんだこれ？売りちゃんで。売り。
どれから始まるの？どれから始まるんだろう。U から始まるわけないよね。ワードルっぽさがある、ワードルっぽさが。どれだろうなぁ。A、N。いや、大体、こういう、E とかは最後に来やすくて、で、こういう、U とか I とか A とかは、間に来るんだよね。だから U から始まることはなくて、で、R から始まるとか C とか始まることは割とある。で、CH の流れも割とありそう。ワードルっぽいよね。なんだろう、これ。半、ルは変だな。この U がさ、難しくてさ、U の使い道って結構難しくてさ、チャンリア。H から始まる。あ、ごめん。H から始まるって見逃してた。ありがとう。H から始まる。オッケー。H、U、How。H、NE。チャンリュウ。できそう。チャンリュウで。あ、これ見ればいいのか。これは何？雲、温度、山、風、赤、嵐、温帯低気圧。H CANE 待って、これなんか綴りがわからない。そうなるの？H から始まるあれってあれだよね。待ってわかったけどさ、綴りがわからないんだけど、何これは？綴りがわからない。U？ 綴りわかんなくない？時間ないとか言ってきながらね、いっぱいやってるけど。はじゃないな。ハリケーン。ハリケーンってどうやって綴るの？ハリケーン。A が2個ある。じゃあ、ハリケーン。HURHURRICNR が足りない。ハリケーンラルリケーン。ハリクレーン。ハリカハリケーナここか。ハリーなのね。ハリーこう？あ、違う、こう。フリカネハリケーン、ファイヤー、ライトニング、ストーム、スティーライツ、アイランズ、スノーでした。もうできるじゃん。やっちゃう面白い。フロリカネ。おいしょ。あ、これは
時間かかりそうだな、これは。ちょっと。このスイッチは見よう。これやろう、ワードファインド。ワードファインドワードファインドだろ、ワードファインド。これすぐできる、すぐできる。もう終われよって話なんだよな。うん。わかんない。あ、ハリケーンあるじゃん。ハリケーンあるじゃん。どうやって調べるのこれって。どういう感じで探すのアトラスとかって。縦横斜め？どういうこと？ NASA とかってこと？ NASA アトラスリアと勝負みんなリアと勝負。よし、アトラス、よしリアと勝負リアと握手。はい、セントールよし。ノア NASA ノア N を探せ。 N あ、そっちもありなのか。長いやつからやった方がいいんじゃないかな。ノアよし、いいぞみんなに、負けないぞ。アースウェザーぶつけられない。オービットあ、そういうのもあり。そっちもありですか。そっちのもあり。オービットセントルアース。負けたくない、みんなに。全部できた人いる？まだみんな。まだどうにかなる。まだ何かなる。ハリケーンってか難しくない？ハリケーン妊婦戦隊ハリケーンザ風になれ。さて
皆さんハリケーンジャって知ってます？全然違う話始まっちゃった。ハリケーンジャじゃなくてヘクション知ってるじゃんアース見つけた。アース見つけた。アース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 。あ、これも見つけた。ドロード。よし。セントール。あ、待って、全部丸になっちゃったじゃん。なんでよ。違う、もう。やばいやばい。一瞬なんか何かが巻き戻った。一瞬何かが巻き戻ったわ。えい。おーいった。よいしょ。全部連動してたんだね。こうかな？よいしょ。結構見つかる。ハリケーンが見つからない。ハリケーンザーどこ？ハリケーンザー。手裏剣じゃー。手裏剣じゃー。ブリザードもあった。ウェザーあった。早くない？早くないか？よし、頑張ろう。あ、ブリザード見つけた。これか。ザードが見つかったからね。ザード。負けないでもう少し。最後まで走り抜けて。どんなに離れてても心はそばにいるわ。オービットオービット Where the fire 12345671234アトラス6ドロード7ハリケーン。あ、ハリケーンいた。結構普通にいるじゃん。ハリケーン普通にいるじゃん。もう全部見つけた？全部見つけた？もうみんな見つけた？早くない？ NASA も見つけたの？早くないか？リアまだだよ。ここにさ、なーってあるんだけど、ここに、なーがある、なーが。なー。クリアがないの？あ、サーブある、サーブ。サーブは違う？そうか、サーブは違うか。そうか。あと、NASA? Fire? Fire? I am on fire. Fire, fire. NASA fire. ULA, 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 ULA. NASA 温度。リアの連想ゲーム歌ずっと聴いてるとやばいよね。何がこう何を思い浮かんだのかって思っちゃうよね。
NASA あった。NASA 温度。Fire F I R E fire. I find fire. Okay. Okay, go. ULA. Hey, no. U. A.終わりました。皆さん、リアにも勝ちましたか？勝てました？勝てた人。よし。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あれ、ウェザーは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あれウェザーはあれリア、ウェザーまだ捕まえてない。ちょっと待って。ここでしょ。ウェザーいました、ウェザー。ウェザーコントローラーになれなかった。完全に終わったと思ってました。はい。わーい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11に OK。って感じで楽しめるのが結構ありますので、長いな。前置きがね、長かったと思いますが、楽しかったです。面白かった。なかなかいいな、今日の。前もね、なんかね、クロスワードとかあって、延期した場合楽しめるんですよ。すごく良いですよ、本当に。これちょっとなぞれないから、できないと思うけど。これもね、ぜひともやってみてください。書けないのかな？こっからてってけてー。てってけてっ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 て。てってけてっ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 て。こっちだな。こっち絶対こっち通る道があるはずだから、こう行ってこう。こっちか。こっち行って行けないじゃん。こっちか。こっち通ってこう行ってこう行って。こう行って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 ここ行って。こっち行って。こう行って。で、こう行って、真ん中通ってストライク。ノー。真ん中じゃなかった。こっちだ。こっち行って。ここ通って、ここ行って、こう行って、こう下がって、横行って、ここ行って、こっち通って、こっち通って、こっち通って、フィニッシュ。よっしゃ、できた。はい、楽しかったです。皆さんもなぞってみてください。リアの言ったとこが合ってたかどうか。はい。いけた？ほんと？なんかね、子供とかにもいいかもしれないので、お子さんにいかがですか？はい。ということで、この楽しいのもありますよでした。楽しかった。終わり。はい。で、NASAの打ち上げをリプレイするって言ったんですけど、時間がもうないので、少しずつリプレイしていって終わりにします。はい、打ち上げの瞬間、3、2、1、いけ！飛べ！飛んでしまってる。
NSC, very 楽しい打ち上げでしたね。ちょっと長くなってしまって申し訳ありませんでした。また見に来てください。FT. 飛んでるわっわ打ち上げは全部いいとこだけ見せてリプレイして終了します。And coming up on 30 seconds into flight, vehicle is a half mile in altitude, 2 miles downrange, traveling at 160 miles per hour. はい、うまくフライトしてくれました。And passing 45 seconds into flight, continuing to see good operating parameters out of the RD-180. And あれ結構すぐこっちになったかな。こんな感じで下からね見るとふわっと広がって綺麗でしたね。Vehicle is now 53 miles in altitude, 67 miles downrange, traveling at 5,800 miles per hour. 分離も見えたかな。うわすごい。うわすごい。これ初めて見るもしかして。こっちで見てなかったから。こんなだったんだね。ロケットからのオンボードの映像もありましたね、今日は。0G acceleration limit. Engine response continues to look good. 綺麗。And we did see a good response on the Centaur systems as it completed boost phase drill down. And we have BECO booster in. こんな感じで分離もしていました。And we have 分離。And we have ignition for the first. 分離。And we have restart on the RL10. この辺でもう一つのチャンネルの方でオンボードカメラもありましたので、リアルタイムの方を見てもらえたらと思います。And we have good indication of payload fairing jettison. さて、フェアリングファイルも外れましたね。こんな感じで進めていって、かなりぐる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 回っていました。面白かったですよ。ぐる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 っと。はい。こんな感じで向きを変えながら試験していました。で、燃焼終了後に向きをかなり大きく変えて、後ろ向きになっていきました。で、この向きになって、よいしょ。この辺かな？この辺で。JPSS-2 番ちゃんを分離しました。片方展開してないっていうのは大丈夫なのかな。片方のよくというかあれですね。太陽電池が展開してないって言ってたけど大丈夫かな、心配ですね。はい。で、このまま次は向きを変えていきます。こんな風に。ウィーン。はい、こんな感じでどんどん向きを変えていきまして、2回ね、デオビット版を行っていました。例えばこことかかな？面白いのが多分。地球に向かって落ちる方向に、減速する方向にエンジンを吹いて地球離脱燃焼をしました。こんな感じで軌道離脱か。ここね、エネルギーがどんどん下がっていって、落ちていく軌道に入っていく様子が見られます。はい。これで地球に帰ってくることができますね。KSP 見てるみたいです、本当に。
and seeing the Centaur body rates respond as it reorients itself for the はい、こん payload な感じ adapter でし jettison た。 at. で、こうして、ペイロードのアダプターを分離しました。はい、アダプター分離して、その後、こんな感じで、さっきのロフティッドを開きました。CG も素晴らしかったですね。KSP 見てるみたいです。本当にゲームやってるような感覚ですね。はい。で、下向きになって、こんな感じで、ロフティッドを分離していきました。かなりぐる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 回るような感じで分離している様子が見られました And ね。 we have successful indication of separation of the LOFTID reentry vehicle. はい。で、よいしょ。1,200 pounds of ストッ cargo. プストップストップストップ。わ、違う。これじゃない。これだ。 Looks something new. Entry, descent, これ and じゃない。 landing. これ、これ、 Really for launch services program. これ、これ、これ。どこだっけ？わかんなくなっちゃった。あ、これだ。はい。で、どれだっけ？で、これ全部ね、出したいんだけど、ちょっと待ってね。これじゃない。これじゃない。これ。あ、これか。これか？あ、これですね。はい。こんな感じで、オンボードの映像も来ていました。本当に素敵な映像が見られて、要は満足だって感じです。すごいね。めっちゃくるくるしてる。これが地球に最終的に帰ってくる様子を最後まで見られてっていう感じでした。すごいね。はい、こんな感じでしたね。それから、So what are we looking at now, Sean? So what are we looking at? A little bit looks like the 膨らむ様子もあったんだけど、どこだ？膨らむ様子。膨らむ様子どこだ？膨らむ様子が見たい。膨らむ様子が見たいんだがない。ない。ちょっとね、サムネちっちゃいやつがないからわかんないですね。わからん。いつだったっけな。見てこよう。
LOFTID, and you're looking right here. 膨らます時の話。これね、膨らます時ね、すごいって言ってる。これ、いつだseparation point. もう一回見せて、もう一回。 beacon has begun. 2073。2073。2073だから、ここか。えい。2073。えい。この時ぐらいかな。違うかな。この辺だと思うんだけどな。あ、これありがとうね。こんな感じで。すごい広がりが見ることができました。やばっ。リアルタイムでしっかりこれを撮影して送ってきていたっていうのもめちゃくちゃ偉いですよね。本当はリアタイしたかったけど、だとしてもこれすごく良かったです。こんな風に広がってそれがヒートシールドとして使えるっていうのもね、本当に素晴らしい。はい、ありがとうございました。ごめんね。で、この後、こんな感じで切り離しを行って地球に落としていきました。すごかった。ありがとうね。ごめんね。ギリギリになってて。何回もリプレイしたかったかな。ごめんね。後で見てください。長く配信してるからね。ごめんね。今初めて見た人もいると思う。こうやって落としていって、地球に落ちてきて、ヒートシールドの役目を果たして、ちゃんと確認してもらって、その後、ふわふわと、こう、パラシュートでこう落ちてきている様子が見られました。頭がっててる人がいる。うわ、やばい。かっこええかっこええ。ちゃんとこうやってパラシュートで帰ってくる様子も見られてよかったです。一時期でもうね、着水したっていう話も出てたので。And since it's elliptical in nature, Sean, here's the splashdown. We're about to splash down. There it goes. And we're in the water now. And you can see the parachute now collapsing, no longer suspending LOFTID because it is down in the water. Clearly, this is also beyond the horizon. At least it appears to be because LOFTID has now disappeared. It looks like the parachute will do so as well. こんな感じです。レタラガーの放り出しどうなったんですか？放り出したみたいです。で、ちゃんと出てたっていうか、レタラガーの話も話してたから、多分問題なかったと思うんですけど、まだ拾ってないと思うのよね。こんな感じでね、起き上がる管制室。よかったですね。おめでとう。And there you can see that optimism reflected in the room there at the Langley Research Center. Congratulations to the Congratulations! っていう感じでした。お疲れ様でした。はい。Many years of work, research, testing, culminating in this moment. よかったですね。こんな感じで、なかなかあんまり見られない素敵な映像も見られて楽しかったと思います。これ膨らむ映像かな？はい。じゃあ今日はもう終わりなんですが、写真を撮ってないので写真を撮ります。またどこ行っちゃった。ここ。えい。またどこ行っちゃった。またどこ行っちゃった。えい。これ。Yes, we were very well. There was some discussion within the group about how it would inflate. お疲れ様でした。とりあえず写真撮ります。はい。リアの写真を撮ります。And so we were very happy to see that it inflated and there were no snags or anything. This was one of the highest risks of the mission.
Exactly. ここに壁が。 See the replay of the moment of separation. わ The lofted return vehicle coming off of the Centaur, heading back towards Earth. This is not a view you often see. Centaur coming to a standstill after putting lofted back, and there it is, falling back to Earth. Yeah, so we're falling towards Earth. We're going to start accelerating, and then we'll enter Earth's atmosphere around Mach 25, and then continue accelerating until we hit the atmosphere sufficiently to begin slowing us down. As an engineer, Sean, when you look at that, that looks like lofted when it was fully inflated on the ground. We don't see any snags. It looks like みんな見えてるこれ。いや、見てる？今ここにいるんだけど、ここ。ここにいるんだけど。Anything better than that. And of course, lofted, inflated with compressed nitrogen gas. Big moment for the team there, and we know that certainly there's got to be some very proud engineers. ここにいますよ、リア。ちゃんといますからね。はい。じゃなくて写真撮りたかったんですけど。これぐらいがいいか？これぐらいがいいか？えい。はい、こんな感じがいいかな？軸が光る椎茸が生えるんですね。これが椎茸ですね。引っかかってないかな？こんな感じで。うん。ちっちゃ、大きくなりました。どうですか？椎茸も良かったですね、ほんと。なかなかでしたね、今日は。こっちじゃないや。こっちか。こうして、ここに壁があった。壁がないようにしたくて、壁をこうして、よいしょ。そんなことだから椎茸にカメラつけてないかな。あればいいのにね。こんな感じかな。こんな感じ？いいかもしれない。これをね、こうして、こうかぶって、えい。こんな感じか？こうか？わ。こうかな？こうかな？よし、かぶれた。これで、写真撮る？変化。どや。似合ってる。結構似合っちゃうんだよね、なんかね。似合ってます？これちゃんとね、リアルライブでツイートしてくださいね。傘ですかって。椎茸の傘です。いい感じの傘、かぶらせていただきました。はい。夜間の NASA はなんだろうNASA だけにね。東京五輪の熱中症対策で熱中症あったね。なんか傘かぶるやつあったありましたね。こんな感じです。はい。完璧なコラボ。宇宙とリアのコラボ。ハマグリには見える車
るくるくるくる地球にいってらっしゃい。バイバーイ。いってらっしゃい。はい。今日はね、素敵な打ち上げだったと思います。また、リアの配信にも来てくださいね。ちょっと写真撮ってもいいよ、リアと。ほら。はい。はい、チーズあ。お疲れ様。さっきの、あれだ、こっちの映像もあるって言ったのこれですね。これもかっこよかった。うん。動いてる TVC が見る。あ、見て、気づかなかった。見て見て。ここにさ、フェアリング落ちてってる。気づかんかった。ここにいた。ここにフェアリングが。ピクチャーインピクチャーじゃなくていいよ。フェアリングがここにいる。気づかなかった。めっちゃ微妙なとこにいた。全然気づかんかった。これね、分離した後の弾丸部。そしてアトラスジョーダンが少しスラストベクトルコントロールした時にここに上に落ちてきてる。これだ、これがフェアリングだ。全然気づかなかったよ。で、ブースターの分離の様子もね、しっかり出ていました。よかった。これフェアリングじゃん。待って、これは気づいてなかったんだから。そうか。ブースターしかないと思ったけど、フェアリングも光ってる。うわ今更だった。今更だけど、そっか、こんなのもあったんだね。ここ下がブースター、上が多分2段目。こっちとこっちが、フェアリングだと思います。ね、フェアリングだね。フェアリングの力量精霊フェアリングですね。で、上がこれ、今、巻いてるセントールかな。そうなんだ。フェアリングも出てたんだね。すごい光って綺麗に見えてましたね。お疲れ様でした。アトラスの打ち上げの瞬間もちゃんと見ていきましょう。これをストップ。これでいい感じの写真を撮ってみんなにリアちゃんを広めてもらうんじゃ。ロフティッドかぶっちゃう系 Vtuber。ちゃんとあれだよ。海外日記に気に入られるようにしてね。ちゃんと海外語で書いてもいいよ、これも。日本の Vtuber かぶって傘にしとった編み傘。日本にしかないからこれ多分。じゃあニコニコの顔。インドネシアにあるの？そうなんだ。インドネシアの人にまだ通じるかな、傘。いいね。意外と結構アトラスも燃え上がるんだね。ほら、結構燃えてる気がするけど。帰ってこーい。帰ってこーい。帰ってきた。よし、終わろう。はい、お疲れ様でした。はい、もう終わります。次のロケット打ち上げの配信ですが、中国の打ち上げが12日にあります。11月12日お昼の11時頃打ち上げを行う予定となっているので、ロングマーチ調整7
見に来てくださいね。お疲れ様ありがとうございました。はい、別にね、無事にロフテッドと JPSS 打ち上がってよかったです。羽の展開大丈夫かな、うまくいったのかな。あ、WW ちゃんありがとうございます。リアチャンネルへようこそ。なんとですね、今のチャンネル登録者数の方がですね、14,143名になりました。2日に1回見てるともう1日40人ぐらい増えていて、本当にびっくりしています。これからもよろしくお願いします。もちろん、ロケット以外にも配信するんでね、ロケットだけだと思わないでね、ロケット以外もやるからね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんのお名前だけ呼んで帰りたいと思います。はい。じゃあ、スマホから失礼しますね。ちょっと全然読んでなかったんですけど。よいしょ。誰がいるの今。ありがとう。お疲れ様ですって言ってくれる方、読んでいこう。ハクちゃんお疲れ様ありがとう。なんでとあちゃんありがとうね。じゃがバタちゃんお疲れ様ありがとう。たいやきちゃんありがとう。さくちゃんお疲れ様ありがとう。あ、お疲れ様です。だったね。お疲れさ。マーリンエンジンのマーリンって言ってて、マーリンはスペース X のファルコン9のエンジンの名前です。お疲れ様マーリン。戻ってありがとう。ゆうちゃんお疲れ様マーリン。きょうちゃんお疲れ様でした。ありがとう。TWR ワンワンちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。WW ちゃんお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様マーリン。リュウドヤンちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。パクちゃんおやすみさんにありがとう。カシリちゃんお疲れ様でした。ありがとうございます。マイベタちゃんお疲れ様マーリン。ありがとうございました。くまだちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。むさしくくちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。ドハちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。なんでおとわちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。森蔵ちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。はてなちゃんお疲れ様ありおやすみそうにやん。ありがとうそうにやん。WW ちゃんおクリア世代ようこそ。ありがとう。来てくれて嬉しいよ。じゅんちゃんお疲れ様あり。連日の長時間配信お疲れ様です。今日長時間配信になると思ってなくて本当に最後までやってくれないと思ってて、そっかあるんだって感じだった。もう直前まで ULA で配信あるのかと思ったらもうなかったしさ、 NASA なんだね。もうね、まあちょっと甘かったですはい。クレシンちゃんお疲れ様ありありがとう。ハトラルちゃんお疲れ様ありありがとう。むさしくくちゃんめでてありがとうございます。ハクビちゃんこんばんしょ。こんばんしょ。来てくれてありがとう。今日はもう終わりますね。ごめんね。打ち上げでも見ていく？はい。打ち上げ。きょうちゃんおやすみなさい。バイバイ。アカウントは消えたね、むねむちゃん。お疲れ様ありありがとうマーリン。またねー。ローレフちゃんお疲れ様マーリン。ありがとうマーリン。またねー。タクちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。お疲れ様マーリン。はるくんのるぽちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。しもなちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。素敵なラフ見たよ。すごくかっこよかった。飛行機と女の子いつも書いてらっしゃるのを見て、うわすごいと思って、まさかね下書き書いてもらえるなんて思ってなかったので楽しみにしてます。ありがとうね。それでもよすけちゃんお疲れ様マーリン。ありがとう。森蔵ちゃんロールスロイスマーリン。おー、なるほどね。そっちにもいるのか。なるほどなるほど。ありがとうございました。よし、では今日は終了とさせていただきます。お疲れ様マーリンでした。バイバーイ。あ、そうだ、明日何の日か知ってる？そう、11月11日。ポッキーの日
もうずっと使ってて、もうありがたみもなくなったリアの赤面ポッキー。もう、何にもありがたくなくなったこのポッキー、明日ですね。でも、皆さんはポッキーの日じゃなくて、細長いもの全般の日ってことで、明日はロケットの日を言い張っていきましょう。いいかい？ロケットの日だぞ。明日はブースターのついてない、サイドブースターのないロケットの日。ブースターがゼロなロケットの日ということで。うん。ロケット食べるのか、食べる人は決まってないよ。1だから、細長いもの全般の日だから、なんでもいいんだよ。もうチンアナゴの日でもいいしさ。うん。なんでもいいから。これもきっとロケットの日ということで、覚えておいてください。はい。じゃあ、ロケットの日を明日、祝ってくださいね。お疲れ様ありんでした。ここ好き。ここ好き。ここ素敵な。この、なんかこれすごく良くない？今の。まともな顔がないから、まともなやつも撮っとこう。はい。じゃあね、これでまともに。うん。うん。なったかな？はい、お疲れ様でした。あ、そうだ。一個だけ、もう終わるんだけど、KSP ってさっきずっと言ってたロケットのゲームがあって、そちらにもね、あるんだよっていうのを作ってくれた人がいたので、紹介します。これがゲームの画面なんだって。すごくない？なんか変わんないよね、さっきのと。これ変わらん。普通だな、これ。まんまやん。これね、まんまですね。CG これでいい。そう。これがね、出てて、これゲームの画面なんですけど、KSP、神奈川サイエンスパーク。なるほどね。そう、なんかこの、地球の、なんかちょっとこのローポリな感じというかなんか、ちょっと、あんまり何もない感じが、だいぶね、すごい、KSP 感があって、これみんなが見られなかった再突入の瞬間なんですけど。またいつかこれをね、再現する配信とかもしてもいいかなとか思ってて、KSP もまたやりたいな。時間かかるからな。やりたいな。でも、長時間配信も最近よくやってるし。うん。まあ、リアが KSP やるときは皆様ご指導ご面接のほどよろしくお願いします。めちゃくちゃいい感じに再現されてますね。では、お疲れ様りんでした。またお会いしましょうね。うすいクリアでした。総プレイ2700時間。すごい。めちゃくちゃ感動した。うわー！素晴らしい。やっぱり、ぽいものまんまじゃねえかって思ったらね、楽しくなっちゃうよね。じゃあ、お疲れ様。おやすみ。お腹すいた。お腹すいたな。じゃあねー。ふわぁ。これどうやって止めるんだろう。あれ？ブロード死んでるから止められなくない？終わったああ、じゃあね、また会いましょう。ちょっとぐるぐるしっぱなしかもしれませんが、皆さん、ぜひともSLS の配信に移行していただいて。じゃあね。止められない。じゃあね。